皆様、こんばんは。今、冒頭に、ビデオを流させていただきましたけども、こちらの演奏をしていただいてます。今晩はクリストファー・カレルさんご紹介していきたいと思います。夜のスピリチュアルテレビ、3月27日水曜日夜、満月の夜ですね。大安吉日です。今日は素敵なお話が聞けると思います。どうぞクリストファー・カレルさん、そして通訳のリエさん、よろしくお願いいたします。お願いいたします。こんばんは。こんばんは。Full moon and auspicious day. はい。キーさんこんばんは。はい。ナオさんもこんばんは。皆さんこんばんは。たくさんのコメントありがとうございます。どんどんね、チャットの方入っていただければと思います。今日は、クリストファー・カレルさん、ご紹介したいと思います。まずは私の方からね、プロフィールを紹介させていただきます。音楽プロデューサーであり、ギタリストです。シンセサイザーの最高峰、シンクラビアの先駆者で、いらっしゃいます。最先端の楽器、ジターとお読みするんですね。ジーターですね。ごめんなさい。ジーターの演奏の第一人者ということです。クイシン・ジョーンズさん、ポール・サイモンさん、スティービー・ワンダーさんなど、有名な、ね、方々、アーティストの音楽制作にも携わっていらっしゃいました。また、マイケル・ジャクソンのね、バットの制作や、ワールドコンサートの演奏など、マイケルの全盛期をね、支えていらっしゃった方です。現在は、活動拠点を日本に移し、サウンドバイブレーションを使って、リスナーの心を安らげ、意識を高め、宇宙と意識をつなぐ即興演奏のプロジェクトである、イシュというね、創作活動や演奏を行っていらっしゃいます。2011年に若い世代のバイブレーションと共鳴するプロジェクト、プレナブンボイドを開始して演奏活動も行っていらっしゃいます。それから2012年ですね、の末に新しいプロジェクトとしてカレルエフェクトというものを開始されました。11月の東京を皮切りに12月は神戸、2013年には1月沖縄、2月に再び東京にてカレルエフェクトを開催されました。その時にね、私も、参加させていただきまして、カレルさんの音楽に触れさせていただきました。もうね、いっぺんにファンになってしまいまして、なんか自分自身の宇宙の記憶をね、呼び覚まされたという形で、ビッグバンに、私がこう、ビッグバンにこう、居合わせていたようなね、再体験するような、そんな経験をさせていただきました。ぜひね、皆さんにもね、それを、経験していただきたい、共有したいというふうに思いましてね、今回、このように出演をしていただくことになりました。ありがとうございます。またね、こちらの活動はバージョンアップして、第2弾、第3弾と続いていくようですので、そこら辺の活動のお話ですとか、宇宙の記憶のお話ですとかね、いろいろね、興味がつきませんので、皆さんの質問にもね、お答えしながら、私自身もいろんな疑問点を、カレルさんにぶつけていきたいと思っています。どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでは、まず、プロフィールはね、ここら辺で、カレルさんに、今の活動について、それから今ね、この番組を通して皆さんにお伝えしたいこといっぱいあると思いますので、お話しいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。I was pretty much introducing you and then she'll be asking you questions. OK。はい、OK です。はい、どうぞ。今の活動ですか？はい、まずは、そうですね、今なさっている活動について、そしてまたその活動に至る経過ですね、についてお話しいただければと思います。So first of all, your current activity and what led you to do this current activity. OK. First of all, that whole introduction, I didn't realize I did so many things. 今のまず、プロフィールを説明してらっしゃってて、そんなにたくさんやってたんだって、ずいぶん長いんで、こんなにいろいろやってたんって逆に驚きました。そうですか。My current activities is the Corel effect. で、今実際やってる活動っていうのはカレルエフェクトですね。And essentially it's
a process of using sound vibration to connect people to the universe. 基本的にサウンドバイブレーションを使って人々を宇宙につなげるということをやっています。And the universe is a big place で、宇宙というのはとても広い場所です。with lots of different things in it. で、いろんなものがたくさん入っているとても広い場所です。So everyone is different and everyone experiences something very different. ですから皆さんそれぞれ違う、皆さん個人個人が違うので、また体験も皆それぞれ多様なんです。皆さん違った体験をしていらっしゃいます。そうですね。同じ音楽を聴いても、それぞれの体験が、シェアした時に違うんだということを感じましたね。Yes, because even listening to the same music, I realized that everybody do have a different experiences when we're doing the sharing. Yes. Exactly. And even people that have done the Corel effect multiple times also experience something different each time. It's not the same. で、またカレルエフェクトを何度もリピートで体験なさった方も毎回違う体験だったんですね。And some of that is because I'm improvising it. その中の一つとしては、まず私が即興演奏しているというのも関係あると思います。I have to feel the vibration of the environment and the different people and keep the communication connected. で、まずそれの理由としては、まずその周りの環境とかを全部感じ、そして人々を感じ、そしてコミュニケーション、そういったものをすべてつなげていかなければいけないという、そういう理由があるんですね。だから毎回違います。それは個人的な、感覚と、それからその、時に同時に、そこに居合わせた皆さんとの調和という意味でしょうか。So what you mean is that you are actually personally sensing certain things and you're also harmonizing with the people? Is that what you mean? Well, not exactly. 正確にはそうじゃないんですね。What I do when I start the Corel effect, in order to bring everybody into present time, で、カレルエフェクトをスタートするときは、まず皆さんその今というその瞬間に持っていくんです。I do a tuning, a vibrational tuning. で、そのために私はバイブレーションチューニングという波動調整を行います。And this, because people come from all different places, driving, and on the train and on the bus and walking, and so their focus is not all really good when they first arrive. で、皆さんはやっぱりいろんなところから来ますよね。電車に乗ったりとか、運転したりとか。っていうんで、最初来た時ってあまりその集中度っていうのがあまり集中できていないんですね。So by doing the vibrational tuning, I can bring everybody into the present time now, right in the room where we're going to do the Corel effect. で、そのバイブレーションチューニングをすることによって、今、その瞬間にそのカレルエフェクトをやってる部屋に、その場にもう人々を持っていくという、来てもらうという、そういう集中してもらうということで、バイブレーションチューニングを行います。And how I do that is I definitely do sense all the vibration. で、それをどうやってやるかっていうのも明らかに全てのバイブレーションを感じています。In fact, that's how I kind of view the whole universe in my everyday life, is everything is vibration. でも実際日々の生活の中でも全てをバイブレーションというふうに見ています。And that's exactly how I look at it. で、まさにそういうふうにも見える世の中っていうんですから全てバイブレーションとして見えます。So I have to take a look at the environment, the vibrations in the environment. ですからまずその場の環境です。その周りをやはりまずバイブレーションとして見ていく。And each person. そして個人個人人それぞれ。And as a group. そしてまた今度はグループとして。And then I create the sound that harmonizes with all of that. で、それが全部調和されるようなそういったサウンドを作ってくるわけですね。And then there's a point where everybody comes together with the environment, and which means the room and each other. And at that point, that's when the Corel effect begins. で、ある時点で、その環境っていうのは、その部屋であり、それぞれ個人個人の人々なんですけれども、それがある瞬間で一緒になる、調和される瞬間があるんですね。そうすると、その段階からカレルエフェクトがスタートします。Because what happens at that point, there's an overall group. What I mean by group is also environment as well as the people. 私がその時グループっていうと、その周りの部屋のその環境プラス人々なんですけれども、It's kind of acting as a system. それがグループ、環境や人が一緒になってシステムみたいな役割になるんですね。All these components are vibrating together. ですからこういったそれぞれの要素が一緒に振動し始めます。And at some point, there is also a system resonance peak that occurs. で、ある時点でそのシステムの共鳴ピークというものが起きてくるんですね。
there's a point where all these things have a certain resonance that comes together and more energy occurs there. で、こういうものがすべてある共鳴が起きて、それがあるエネルギーができてきて、こういう風になってくるんです。And that's what connects to the universe. で、それが人々を宇宙につなげる。It's like a channel that opens up. で、それで、チャンネルが開くということ And で at す。that point, my job is I kind of let go of it. で、その段階で自分の役割っていうのは手を離す状態ですね。What's important, what I do with the sound at that point is just to, because the universe, everything is flowing in motion. ですから、宇宙すべてっていうのは動きがあって常に流れています。Everything moves. で、すべてが動いて Everything い is るわけです。 vibration. すべてがバイブレーションなんです。 So once this channel opens up, でも一度このチャンネルが開くと、 because everything is moving, very quickly it would drift out of tune. で、すべてが動いているので、もうすぐ早くにずれてくるわけなんですね。So I feel this, and I can feel where it's going, で、私はそれを感じて、それがどこに行こうとしているかっていうのは感じるんです。 and I adjust the vibrations accordingly, the sound vibrations accordingly, so it keeps that channel open, and that's all. で、それに合わせてサウンドバイブレーションを変えて、変えることによって、そのチャンネルをオープンするという、だからそれだけをやってるんですね。チャンネルをオープンするということだけ。And with that channel's open, communication starts to occur from the universe to the people, and vice versa, back and forth. で、このチャンネルが開いているときに、コミュニケーションですね。宇宙からの人々のコミュニケーション、また同時に人々から宇宙へのコミュニケーションというのが両方向で行われています。And each person can experience that very differently. で、それを皆さん個人個人違った形で体験するようになります。Because a human being has many physical senses, っていうのは人間というのはいろんな肉体の感性を持っているわけですね。センス。maybe around 57 actually. 多分57巻ぐらい感覚を持ってるんですけれども。And then of course spiritually there's much more で、スピリットとしてはもっとたくさんの感覚を持ってい beyond ま the す。 body. 肉体を超えたスピリットとしての感じる感覚っていうのはもっとたくさんあります。So some people they have more they're more in tune with say their visual information. ですから人によってはとてもそういったビジュアルな情報に、チューニングしていらっしゃる方がいらっしゃいま And す。 some people their ears are more in tune. で、人によってはもっと聴覚の方がチューニングされていらっしゃる方がいらっしゃ Or る。 some people their touch. で、人によっては触覚ですね。の方にSo that's why people experience it different ways. There is no correct way. ですからみんなそれぞれ違った形で体験する。だから正しい体験の仕方っていうのはないんですね。 So comparing one to the other is completely irrelevant. だから人と比較するっていうのも全くもって無関係なんです。 It's just an experience. 単なる体験。 And each person, it's up to each person what that means. で、それがどういう意味か、それぞれにとってどういう意味かっていうのは、その人それぞれにとって意味があるわけなんですね。And at some point, the energy dissipates. で、ある時点でエネルギーがだんだん分散していきます。 It's kind of a natural process. Within that channel, there's a certain amount of frequency ranges going on, で、その vibrations. チャンネルの中では、そのバイブレーション的にある周波数帯のバイブレーションが起きてるんですね。What is The volume, whose volume? yours. My volume. Turn it down just a bit. Down. Thank you. ちょっとごめんなさい、ボリュームがちょっと今フィードバックしてたんで下げました。はい。So, at some point, this vibration, everybody experiences the vibrations in some form within that certain range. ですからそのある周波数帯の中で皆さんが何かのものを体験するわけなんです、その範囲内で。Once that's done, it just dissipates. で、それが一旦その体験が終わってしまうと、それが消えてしまう。分散してしまいます。 And at that point, I just have to make sure I bring everybody back into the room. で、その段階で今度はもうちゃんと責任を持って人々をそのお部屋に戻していく。カレルエフェクトのセッションルームに戻していくというのが自分の役割です。And then afterwards, we have a sharing because it's very important immediately after the experience that people can somehow articulate and put together what they experience. で、その直後に即座にシェアリングをするんですね。で、それは実はすごく大切で、何をどういうふうに体験したかっていうのを言葉でも明確に表現するっていうのがとても大切になってきます。And as I've mentioned in the sessions, the Corel effect keeps going. で、カレルエフェクトのセッションでもいつも言うんですけれども、カレルエフェクトはこの部屋だけで終わるんではなくて、その後もずっと続きますよという話をします。
because there's many things that people experience that actually was below their awareness. っていうのはもうその体験っていうのは本当に自分での潜在意識の気づいていないところでの体験もたくさん起きてるわけなんですね。But they may come in contact in their everyday life a similar vibration, and that particular thing will manifest. で、それで日々の生活にその体験しても気づいていなかったレベルでの体験と似たようなバイブレーションに触れると、それが再度再び体験できるということがあるわけなんです。What's very interesting is that when we talk about unconsciousness, we talk about generally, or we think about that it's something going on that's below our awareness level. We don't know what's going on. でも普通無意識っていうと、我々が気づいていないレベルで起きているものだというのが無意識というふうに通常思われてますよね。And that's true. 確かにそれはその通りなんです。But what people don't really realize is that the unconscious is really conscious. でも人々が気づいていない無意識は実は意識、気づいていることなんですね。潜在意識というか、気づいていることなんですね。In other words, people are actually operating and doing things and making decisions and doing various things, but they don't know they're doing them. っていうのはどういうことかって、人々はいろんなことを決断したり行動したりするけれども、実際にやったっていうことを気づかずにやってるんです。It's not like it's unconscious, so nothing's happening. だから無意識だから何も起きてないとかそういうことじゃないんですね。There's actually more going on there than there is in our conscious mind. ですから潜在意識以上に無意識のところがたくさんのことが起きてるわけなんです。And those things can manifest into the physical で、 universe. そういうものが物質世界に現れる。So it's very だ interesting. からそういう意味でとても面白いですね。はい。かなり無意識の部分を意識化して、意識をどんどん拡大していくということですね。So basically you're trying to expand your consciousness. Like for the unconscious part, you expand so that it becomes more conscious. That's exactly right. まさにその通りです。 But probably more to the point is that I'm trying to, the ultimate of the Corel effect really is to exteriorize the spirit. でもカレルエフェクトの究極的な目的というのはスピリットを外在化する。要するに外に存在するという外在化させるというのが、究極的な目的なんですね。外在化するというのは、自分のエネルギーフィールドの外に行くということですか？ So exteriorize means you go outside of your energy field. Right outside your body. 肉体の外です。肉体の外。outside 体外離脱とはまた別ということですか？ So it's different from outer body experience. Well, I think that's all the same. I just call it exteriorization. 基本的には同じだと思うんですけど、私はその外在化というふうに。Because exteriorization doesn't necessarily mean out of body. でも外在化っていうのは必ずしも肉体から出るだけじゃないんですね。The spirit can be anywhere. っていうのはスピリットはどこでもいいんです。どこにいても入れる。Generally with normal people, 普通の人は、the spirit generally is above the head, behind, about right in here. だいたい頭の後ろのこの辺にスピリットがいるんですね。 But he moves around, でも動きます。スピリット動き回ります。case by case. ケースバイケースです。はい。But sometimes the spirit can be inside the body. でも時々スピリットは体の中に入るときもあれば、 It can be 外に anywhere. 出る。どこにでも入れるんですね。That's exteriorization. それは外在化なんです。Out of body, the person, that generally just means that he came out. だから体外離脱っていうのは本当にもう体の外に出るという、それいう意味ですよね。 But he can still be really heavily connected to the body. でも外に出ても肉体とすごく強くつながってる、そのコネクションが残ったまま外に出る、体外離脱するっていう場合もあるわけです。Exteriorization really means the being can be anywhere. もう外在化っていうのはその存在はどこにでも入れるということですね。He's no longer really connected to the だ body. から肉体にはもうつながっていないという状態。Not in an adverse way. adverse。だから悪い意味でつながっていない。だから囚われみたいなそういうようなつながりはないということですね。He can control the body remotely. だからリモートで肉体をコントロールできるそういう状態。The spirit does that all the time anyway. どっちみちスピリットはいつもそれやってますものって。それは寝ている時にやっているという意味ですか？ That means when we're doing while we're sleeping? Sure. もちろん、そうです。The only difference is people don't have a lot of perception of it. ただ違いはあまり人々はそういうの気づいてだから知覚が残ってないわけですよ寝てる時。But the natural state of the spirit is basically exteriorized, floating around. でもスピリットの自然な状態っていうのは外在化していてこの辺に
浮いている、それが自然な状態なんです。What it really means is a matter of whether you're aware enough to see it or not. ただその大きな違い、ポイントっていうのは、それがあなたが十分気づいて、我々が十分気づいていて、それがちゃんとそういう状態だって気づいているかどうかが大きなポイントなんですね。なるほど。Actually, there's two very specific kinds of situations where the spirit is really exteriorized out. で、人が本当に外在化するというのに、主に2つの状況があります。One situation is where the person is feeling really good. 一つはとってもいい気分の時。Like he's around his close friends or family, feels very safe and really happy and having a very good time. だから例えば、家族とか友達とか親しい友達とかと一緒にいてとても安全な状況で、とてもハッピーでとても楽しい時。The spirit tends to let go of things and floats around out here really easily. そういう時ってスピリットは手放して簡単にふわって周りに浮きやすいんですね。But again, like I said, the person might not have enough awareness to know it. でも人はそれをちゃんと気づいてない、自分がそうやってるかどうかっていうのはあんまり気づいていないと思うんですね。The other situation isで、もうit's 一つ completely opposite. 別の状況は全く正反対の状況で It's where the す。 person is in severe physical trauma, でもかなりひどい肉体のトラウマがある時。like really severe injury, like in a car wreck, or maybe almost approaching death. 例えば交通事故とか、もう死にそうな時とか、そういう時ですね。And the spirit doesn't like it, で、スピリットがその状況が嫌だと。so it leaves. だから It さ、tries to get as far away from the できる body as possible because it's not in good shape. 肉体がとてもいい状況じゃないんで、できるだけそこから遠く離れなさいと思って、それで肉体が出るという。So those are kind of two opposite extremes that tend to exteriorize the spirit. だからそう2つの両極端の状況の時にスピリットが外在化しやすいんですね。But actually, the spirit, as I said, is actually floating around anyway all the time でも実際スピリットはいつもどっちみちいつも周りを浮いています。to a greater or lesser degree. 大なり小なりいろんなレベルありますけども、通常大体この周りを浮いています。And it's just a matter of our awareness of our perceptions それがだから我々の気づきとか我々の知覚のレベルによってどう感じる、気づいてるかどうか。and whether we can actually see it or not, See what? being exteriorized, だから or experiencing that. 自分がもう外在化しているという体験をちゃんと知覚できるかどうかっていうのは人それぞれの気づきのレベル次第なんですね。はい。それは、ある意味悟りというか、目覚めにつながっていくということですよね。So in other words, that will lead to become a person is enlightened or awakened or become aware. I'm sorry, aware. Well, yes, no, maybe. Yes と No と Maybe ですって。It's just a state of being. だからそれあるその存在の状態次第なんですけれどもね。What I consider important about exteriorization, で外在化の大切な要素。once the person does it 一旦人が with それを awareness, 気づきを持ったままで外在化できると with。full perception. すべての知覚を持ったまんま気づいて外在化できる。Now, what I mean by that, でそれがどういうことかっていうと、all of a sudden, for example, I'm up in the corner of the room over here, 突然自分は部屋の角っこにいる looking と。down そして上から下を見ていると。 and seeing my body, そして自分 and の seeing 肉体が見え everybody る。 else in the room 部屋の人も全員見えている。with exactly the same perception and clarity as we normally see. で、それがもう普段通常見えると全く同じぐらいのクリアな感覚状態でそういう上から見えている。 And not like a dream or hazy. I mean, absolutely clear. だから夢見心地とかちょっと霞がかったじゃなくて、とってもクリアに普段見えたと同じような状況でそれが体験できる。When a person does that, で、人が一旦それをできる they と realize for the very first time 初めて気づくんですね。 that they're not their body, だから自分は肉体ではないっていうことを Clearly. クリアにその時初 with めて certainty. もう確信できるぐらい自分は肉体じゃないんだって気づくんです。And from that point on, things change. その瞬間から物事が変わる。Person makes different choices and decisions about life. で、その瞬間から人々は人生の選択とか違った決断とかをするようになるんですね。
in a way, I would say that if that's the first time the person is exteriorized with full perception, だからまあ全ての感覚を持ってこう一度初めて外在化する。maybe that's the actual beginning of his spiritual journey. まあそれができた時こそ初めてその人のスピリチュアルなジャーニーが始まるのではないかなと私は思います。The realization is quite profound. でこれを気づいた時の、感覚というのはかなり深い気づきなんですね。Plus, it's really cool. であととってもクールでかっこいい楽しいです。とてもクールな体験です。はい。ありがとうございます。コメントの方がありますので、紹介させていただきますね。There are comments, so she would like to introduce that. 先ほどの音楽、聞いていてとても気分が良くなっちゃったんですけど、何と言ったらいいのかすごく心地いいんですが、エンドルフィンとか出ているんですかねというような、質問ですね。The video that she just watched, you just watched, it felt so comfortable and so good feeling. It made this person feel so good that you said maybe her endorphin got excreted. Well, that might be, I can't say for that individual. まあ I can only say generally. まあ、その方が実際に何が起きてたかっていうのはまあ言えないですけれども、まあ、一般論として言えることは、That what happens is if somebody likes something, it's because they're harmonizing with the vibration of it. まあ、人が何かを好きっていうことはそのバイブレーションと調和していることなんですね。ハーモニーを。We call it really, technically, it's resonating. まあだから基本的にまあ何かが好きってことはまあはっきり言うとまあ共鳴しているということなんですね。はい。And when that happens, maybe lots of things come from that. でまあその共鳴の結果いろんなことが起きるわけです。In the case of the human body, yes, endorphins can come, ですから人間の肉体の場合はやっぱりそのエンドルフィンが出たりとか、 and then they get all そ energetic. してすごくエネルギッシュになってしまう。So maybe it's in that order. だからまあそういった順番でしょうかね、まず言うとしたら。はい。Everything is vibration. すべてはバイブレーションです。People that know me, that's the first thing I'm always saying. そう僕を知ってる人はみんなわかることも多いですけど、僕がいつも必ず最初に言うことはすべてはバイブレーションです。And I mean everything. すべてです。はい。本当にすべてということですね。それからもう一つ質問、紹介させていただきます。Question. はい。外在化、すなわち無意識を常に意識化させるということですかという質問 So です。exteriorize, does that mean that the unconscious, always become conscious of being, of an unconsciousness, unconscious state? Is that what it means to become aware of the unconscious? No, not necessarily. 必ずしもそうじゃないで It す。 just means that you're outside your body 肉 in 体 some の、form, まあ or not connected with your body in some form. まあ、体との外に出てるというか体とつながっていない肉体とコネクトしていない状態が外在化です。 The most obvious is being outside. でまあ明らかなことはそれは体とコネクトしてないっていうのはまあ外に出てると一番明らかにコネクトしてないです。 And that's fully conscious. でそれを What 全 I'm 部 talking about is fully で conscious. 今言ってるのは完全に意識した状態ですね。気づいた状態でその外在化外に出てる体とつながってないことを外から体験。はい、体とつながってないって、結局、体外離脱とかをするときに、へその緒がお母さんとつながっているように、背中のところから何か死なない限りはつながっている何か、尾っぽのようなものというんですかね、紐のようなものでつながれているというような、ことを文献とかでよく読みますが、そこら辺のものも切れちゃうということですか？ So what you mean is that not connected is that sometimes people talk about that maybe you're connected with like something like a silver cord from your mother to the baby, or there's she read certain things that there's some kind of like a string that's connected attached from your back. So that kind of connection is not there. Is that what you mean? That not connected to the physical body? Not necessarily. 必ずしもそうじゃないんです。What really connects the spirit to the body is considerations. まあ、スピリットが肉体につながってる理由っていうのは、その自分の、思い、考慮っていうんですか、思い込みとかそういう自分がそういった思いがあるからつながっちゃうんですね。はい。And there's specific type of considerations. で、まあそういった、コンシダレーションという言葉を使ってるんですけど、思いとか、そういう
思い込みとかそういうもんですね。 And remember, everything is a vibration, so that means considerations are also で vibrations. そういった思いっていうのも、その思い込みのような思いっていうのもやっぱり全てがバイブレーションですので、それもバイブレーションなんですね。And the physical body has all kinds of different vibrational patterns in で it. 肉体にもいろんな種類のバイブレーションパターンがあります。 And when the spirit harmonizes or resonates, either through considerations or other types of vibrations, it resonates. だからスピリットがやっぱそういった肉体とかそういうものにあるハーモニーとか共鳴とかそういうものが思い込みとかがあるとそう言ってつながっていくんですね、共鳴して。 And at that moment, they're connected. でそういう意味 when it's resonating. When it's だから resonating. 共鳴するっていうことはその段階でもうコネクトしてつながってるということなんです。 But the problem is, certain things happen where the person forgets how that occurred, ただ問題は how that occurred, what do you mean by the that? resonance. だから問題はどうやってそういった共鳴が起きてしまったかなっていうことを人々は忘れちゃうんですね。 It happens, and then they go somewhere, and it still stays connected. で何かが起きて共鳴起きてそれでつながってでそれで他の出来事が起きたか言っちゃったんだけれどもそのコネクトしてしまったということを忘れちゃっている。 In other words, for example, what It's feedback. I'm talking about is a person, maybe, let's put it this way, a person has a specific amount of attention 言い that 換 they え can る put と on things. 人々っていうのはどれだけ物事に注目できるかというそのレベルが決まってるんですね。And that depends on each person. It's different for every それ person. が人によって違います。 So maybe he starts out in this life with X amount of attention units. ですからその注目できるユニット単位っていうのは数っていうのがある程度の人はあってこの地球にやってくるわけですね。 And if he's walking down the street and he trips and bangs his head against a telephone pole, で歩いていてそして転んで頭をこう電信柱に打ってしまう。his attention goes right to that. そうするとその人の意識での注目というのがそっちの出来事の方に行ってしまうんですね。 But the problem is, ただ問題は maybe the person didn't figure out why he tripped and fell into the telephone pole in the first でも place. 人はなぜその転んでその電信柱に転んじゃったかってその人忘れちゃってるかもしれない。 All they know is they tripped and fell into the telephone ただ pole. 覚えてるのは転んで、つまずいて転んだということしか覚えていない。 And when that happens, some of his attention sticks to that. でそういうことが起きちゃうと人の意識というのは、注目というのがそこにとらわれてしまうんですよ。くっついてしまう。 And so it's stuck there. And then he moves on. でそこにこの注目がそこにくっついたまんまもう普通にもう人生を歩んでしまうんですね。 Until the next kind of situation like that occurs. でまた似たような状況が起きるまで、そのまんまになっている。 It can be large or small. それが大きかったりちっちゃい出来事かもしれないし大きな出来 But 事 each かもしれ time, ない。 more and more the person's attention gets stuck. でそうするとその人の注目っていうのがいろんなところにくっついていってしまうんですね。 And there's lots of levels of this. でそれがいろんなレベルがあるわけなんです。 And a person can make up all kinds of opinions and considerations about what happened, which may not have anything to do with the truth of the matter. でそれに対して自分の意見とか自分の思いとかがいっぱいあっても実際の真実は全然違うような意見とか思いができている。 And all these things tend to connect the person to the body. でそういったいろんなものがあるとこの人々は肉体にだんだんコネクトしていってしまうんですね。つながってしまう。 They're like lots of little cords and ropes and chains connecting the spirit to the body. ですからもうLots of them. スピリットから肉体にいろんなコードとか鎖とかいろんなものがこうつながってるようなそういうものがいっぱいスピリットからつながってる状態。 And they're below the person's で awareness. それはその人々の意識下なんですね。 And why it's below the 健在 person's 意 awareness, 識下なんですね。でなぜ健在意識下っていうと、 in this incident that I was just talking about, さっき言ってた例なんですけ the れど person も hit his head against the telephone pole. 人がこうね頭を電信柱で打ったという例 It created a vibration, でその打った結果あるバイブレーションができてしまう。 but specifically in this particular vibrational pattern contained pain and some unconsciousness. でこの特定なバイブレーションっていうのはその痛みとか無意識の状態がそういった記憶が残ってるわけですね。 So his actual normal awareness shut down to a certain degree. だ during か that. らその段階ではその痛みとかそういうのがあったから普通の意識っていうのがちょっとシャットダウンされた状態閉ざされた状態なんです。 So the person's awareness at that moment
drops. で、その時にその人の、気づきのレベルっていうのは低下してしまいます。That's why he can't remember that specific point because it went below his awareness. で、だからその時を覚えていないっていうのはその時は自分の意識下に落ちてしまったので、その出来事が覚えてないんですね。So that's why all these incidents happen to be below the person's awareness or in their unconscious. ですからいろんな出来事というのはその人の気づきのレベル以下とか、健在意識下でそういういろんな出来事が起きてる。So it's all these types of vibrational connections that are kind of trapping the spirit. ですからこういったような出来事のバイブレーションのコネクションがあるからのスピリットが肉体の虜みたいになってしまうんで、囚われてしまって捕まってしまうんですね。Originally, the spirit is very aware of everything he's doing with the body. It's like a puppet. だから最初はスピリットはもう本当にもう肉体で何が起きてるかすごく分かっていて、まるで操り人形の操り師みたいな状態なんですね、最初は。But maybe over millions of years, でも何百万年も経って、and all these kinds of situations occur, でいろんなことが起きて、the person gets more and more and more and more connected to the body その人がどんどん肉体とコネクトしてしまう。until at some point he thinks he actually is his body. で最終的には自分は肉体だと思ってしまう。And that's where it gets quite aberrated. でそこでかなり本来の道から脱線してしまうんですね。逸脱してしまう。It's like a person who, because the body itself is a tool 肉体自身っていうのはツールなわけですね。肉体はツール。to operate in this reality that we live in. 我々が住んでいるこの現実の世界で運営するためのツールなわけです。It's the tool we use to interact in this particular vibrational reality we're in. 我々が住んでいるこのバイブレーションのこの現実の世界で物事をいろいろ交流するためのツールとして肉体がある。But if the person gets too low on the awareness scale, でも人がその気づきのレベルがすごく低下してしまうと、he tends to start to think he is the tool 自分がツールと同じだと、自分はイコールツールだと思ってしま instead う of。using the tool. だからツールを使う代わりに自分はツールだと思ってしまう。It's like a car. 車みたいなもんですね。Clearly, the car is the tool. 車は明らかにツールで It すよ gets you ね。 from one point to another point, で、一箇所から別の場所に移動するためのツール。and you drive it and make it go different places. で、運転していろんなところに行けるようになっている。 But if you spent a lot of time in that car, でもこの車の中でも長い時間使ってると、 and any race driver will tell you, you become really tuned into everything about that car. レースカードライバーなんか言いますよね。自分の車のすべての動きにもうチューニングしてもう本当にすごくよくわかるんだっていう。Now let's fast forward that in, say, another a million years. で、その状態が、100万年ぐらい続いたとしますね。He thinks he is the car. そうすると自分は車だと思っちゃうんです。And of course, clearly he's not. 明らかにその人は車じゃないですよ。So the roles are reversed. だから役割が逆になってしまってる。Actually thinks he's his car. And the same thing with people, most people on this planet right now, they think they are their body. だからそうやって自分は車だと思ってしまって、人々も一緒で、ほとんどの地球上の人々って自分は肉体だと思っている。So if they can clearly exteriorize, だからそうやってクリアに外在化できる。so at least temporarily anyway, these connections are not holding the spirit. ですからそうすると一時的にそういったコネクションがスピリットを維持しなくなるわけですね。外在化することによ And っ they can て。 just pop out. でポッと外に出る。It's a big revelation そうすると大きな気づきになるわけ。 because they can, for the first time, see who they really という are. ことは初めてその時自分は誰かって本来の自分が見えるようになる。 Now, it might not be stable でもでもそれでも安定してないかもしれませんね。 because they still have to work on each one of these connections and resolve it. っていうのはそれぞれも肉体につながっているコネクションをそれぞれちゃんとワークして解決していかなければいけないので、そんなに安定してないと思います。 But it becomes a lot easier when you know who you are. でも一旦自分が誰かって分かると、そのコネクションを話していくのはとても簡単になってくるんです。In fact, I would probably go as far to say is that maybe the main goal in this reality that we live in now もうあえてここまで言ってもいいかもしれないんですけど、我々がこの現実で生きているゴール is maybe
finding out who you are. もしかしたら自分が誰かということ、それを発見するための、それがこの地球上での我々のゴールではないでしょうか。Everybody has different ways that they go about doing that. で、みんなそれぞれいろんな形でどうやって自分を発見するということをやってると思 That's い why ます。people do so many different things. だからいろんな人たちがいろんな手法があるわけですよね。But if the person it's kind of like a person has an identity crisis in a way. まあ、ある意味で皆さんそれぞれアイデンティティクライシス、自分が誰とわからない状態ですね。Because they lost the sense of who they are. っていうのは自分が誰かというその感覚を失ってしまったからみんなアイデンティティクライシス状態なんじゃないでしょうか。And they think they're just their body. で、自分は肉体だと思ってしまっている。And then, of course, along with that, they get fear that the body's going to get harmed or die or get sick だ or から be そう思っ injured. てしまうと恐怖心が生まれるんですね。だから自分は体が痛むんじゃないか、病気になるんじゃないか、死んでしまうんではないかという、その体がどうにかなっちゃうんじゃないか、痛むんじゃないかという、そういう恐怖が生まれてくるんです。 But really, in the bigger picture, でも大きな全体像で the 言うと body's just a tool. 体は単なるツールなんです。 The spirit is indestructible. で、スピリットは破壊できません。破壊できないそのもんですね。質問が来ています。Question. Okay. クリストファー・カレルさんはそれをどこで覚えたのでしょうか？経験ですか？勉強ですか？という。 Where did you learn all this? From your experience or did you study? Most of it is from my own experience. ほとんど自分の経験です。その経験について、どんな経験を具体的になさったのか、この辺のところお聞きできたらと思うんですけど。I would like to listen here. What kind of actual experiences did you have? Wow. You mean past life experiences? どういう意味ですか？過去世の経験ですか？ I'm ど not sure what you mean. ういう意味での経験ですか？どういう意味で聞いてるんですか？今の質問。どういうふうに聞こえるかによって質問を解釈していただいて結構なんですけども。It depends on how you interpret. How did it sound like? You can interpret your That's a good response. ああ、上手な返事ですね。I can only tell you about me. じゃあ、私は自分の話しかできません。自分のね、ことしか。はい。もちろんです。I came to this planet when this body was 21 years old. 私はこの肉体が21歳の時にこの星に来ました。And I came here with a specific reason. で、特定な理由があって来ました。And that's to maybe help people along their spiritual path. 人々がそれぞれのスピリチュアルな道を歩める、サポートでもできればというそういう意味ですね。But as soon as coming here, でもこの地球に来て即座に、from where I'm from, the vibrations here are so heavy. でも私が来たところと比べてここのバイブレーションはとても重かった。It has quite a profound effect on the physical memories and physical body. で、その結果、実際の肉体に関連した記憶とか、あと肉体にかなりの影響が、大きな影響がありました。So it had the effect, it distorted my memory. その結果、自分の記憶というのが歪んでしまった、歪んでしまったんですね。But after working on it, I recalled most of it. でもその後いろいろと、努力した結果、ほとんど今思い出しています。And so most of the things that I do or talk about or projects and things, they all come from knowledge that I've gained over a long time. ですから私がやってること、活動ですね、そういうとこ話してること、そういうものというのは、そういったプロジェクトというのは、自分が来たところからに関連したところ、に関連したことをやっています。はい。具体的には、どこの星からっていうような、記憶は、はっきりとあるんでしょうか？ Do you have any particular memory of a certain planet where you came from? Yeah, many. はい、たくさんあります。There's, for a better word to explain to people, is Pleiadian. It's one of my more favorite vibrational experiences. 一番皆さんがよく知っていて、場所としてはプレアデス。
で、自分にとってはとても好きな場所だったので、プレアデス。But it's not really Pleiades. でも本当はプレアデスじゃないんです。Actually, in the Pleiades star system, life can't exist there. で、プレアデス星団の中なんですけど、生命が存在できない場所なんですね。I come from a series, in this life, that lifetime, I came from a series of stars directly beyond the Pleiades. ですからだからその時はプレアデスの奥にある星から来てるんです。So it's just easier to talk about the だから Pleiades since it's in the same direction, but it's not really. 方向的にはプレアデスと言った方が人々には分かりやすいんですけれども、その方向なんだけれどもプレアデスじゃない。もっと遥か彼方ということですね。much further away. Yeah, it's a little bit further away, yeah. そうですね。 Different star system. 別の星のシステムですから。But it's directly behind the Pleiades. でもプレアデスの真後ろ、裏、奥っていうんですか、に当たる場所ですね。それは自分の体の外であるというふうに認識していらっしゃるのか、それともそれは自分のハートの内側の世界であるというふうに考えてもいいでしょうか。So do you consider that as a realm outside of your physical body or is it inside your heart? No, it's an actual physical place in the universe. 今言った場所は実際に宇宙にある実際の場所です。But one of the things that I say a lot, again, the people that know me know this. でも私がいつも言うことで、私を知ってる人はもうこれをいつも聞き慣れてるんで、There's always a bigger picture. いつももっと大きな全体像がある、ビガーピクチャーですね。もっと大きな全体像があるというのをいつも僕は言うんですね。When I talk to people, で、私が人々と話をするとき、I look at vibration. the other person. Yeah. 相手のバイブレーションを見るんです。And I can see easily what their frame of reference is. ですからその人が参照としているその視点が何かっていうのがすごく簡単にわかるんですね。In other words, what their awareness level っていう is, かどういった気づきのレベルかとか、which has to do all different ways of vibration. それは基本的にいろんな種類のバイブレーションなんですけれども、But I can see that frame. I like to say it's a frame. それをフレームというふうに言いたいんですけど、その視点はその人のフレームがあるんですね。And when I talk to that person, that's how I put it in that perspective. ですから人と話すときはその相手が分かるその視点のそれの観点から話をするんです。Otherwise, they probably couldn't understand what I'm saying. でないと私の言ってることが分からなくなるから。Talking that's kind of pointless if people don't understand what you're saying. で分からなきゃったらおしゃべりしても意味がないというかもうしてもしょうがないので、だから相手が分かるその相手の枠の中でお話をするんです。In my workshops, I'm always talking about connecting the dots. でワークショップでいつも言ってることは点と点をつなげると You いう have こ to と。 learn this, and then this, and then this. だからこれを学んだらこれを学んだらってその点と点をつなげるということをいつ But も if you 強調 miss して some い of る。 those dots down the line, things won't make sense. でその点と点が一つでも抜けちゃうと最終的にはもう分かんなくなってしまう。 So I always say there's a bigger picture. What I mean that is outside this particular frame I happen to be using at the moment. ですからいつも大きな全体像っていうのはたまたまその喋ってる時のその枠組みがあって、それよりももっと大きな全体像があるんですよっていうんで、いつも大きな全体像という言葉を言うんです、 And ね。 if I say that, that means there's other information that would expand on that greatly. だからそういった時は、その情報をもっと拡張するような他の情報があるということを示唆しているというんですか、含んでいるんです。そういうそれはミクロとマクロが同時にシンクロナイズしているというような意味ですか？ Is the micro world and the macro world are existing simultaneously? They are synchronized? Is that what you mean? They're simultaneous, そうです yes. ね、同時ですね、そうですね。So it's synchronized. See, in the universe, the real state of the pure universe, everything is connected. だから純粋な宇宙の本当の状態、本来の状態っていうのは全てがつながってる。There's no time, だから時間もない。there's no mass, 質量もない。 there's no space, 空間もない。 and
everything is directly connected, which means there's no distance, of っ course. てことは全ては直接つながってるってことは当然距離もないということですね。And many spiritual people have given this space, or it's not really space, it's this, what I've talked about is different names. で、ですからいろんなスピリチュアルな人たちっていうのは今その空間っていうんですか、いろんな名前をつけてらっしゃる、その場所っていうのはいろんな名前をつけてらっしゃいますけど、My particular background favors talking about these things in science terms. で私の場合は自分の背景的に、科学的にこれを話す傾向があるんですね。So I would call this place, ですからこの this その non-place, そのどっかの場所であり、場所ではないその場所ですね。is a hyperspace. で今言ったそういった場所っていうのを自分はハイパースペース、超空間というふうに呼びます。 Everything comes from there, で全てがそこから現れてきます。 and everything goes back to で there. 全てがそこに戻っていく。 It's everything and nothing. ですから全てであり無でもあるわけ And で that's す、ね。 why the human mind can't understand that. だから人間のマインドではそれが理解できないんです。 How can something be everything and be nothing at the same time? で全てであり無でありっていうのはそういうのはどうして存在できるのですかという。 But that's a limitation of mind. でもそれはマインドの制限なんですね。なんとなくわかるような気がします。Have a feeling that she kind of sort of understand. See, mind, this is an interesting subject because I talk about it in workshops, but マインドはとても面白いトピックでワークショップとかで話すんですけれども、mind itself creates barriers and separations. でマインド自体は分離とかバリアを作り出してしまいます。That's what it does. そういうことをやるんですね。It also creates で limitation また制限というものも作り出してしまう。 and likes to operate within rules. そしてルールの中で考えたりとか、運営するわけですね、マインドというのは。I would say, to be more specific, the mind is an energetic construct. でももっと正確に言うとマインドというのはエネルギーでできた構造物です。Now, what does that mean? これは一体どういうことなんでしょうかって思われるでしょうけど、 Well, we kind of know what energy means, I think. みんなエネルギーとは何かご存知ですよね、多分ね。 Energy is a potential. エネルギーっていうのはポテンシャルなんて潜在的な能力ですね、可能性ですね。All vibrations, in order for them to actually manifest, has to be imprinted on energy. でバイブレーション、物事が具現化するためにはそのエネルギーにそういったものを刻み込まなきゃいけないんですね。インプリントしなきゃいけない。 It's like a lake, 湖みたいなもんで a す。 real smooth lake. とてもなだらかな You throw a 湖 stone in it, and then you see the vibrations on the lake. で石を投げ入れるとその湖の中にバイブレーションが見えるわけで You すね。 could sort of think about that the water itself is the energy, だから水自体がエ and ネ the ルギー vibrations manifest on the で、 water. それでバイブレーションというのが水の上に現れるわけですね。 In that case, if there wasn't any water, you wouldn't see the vibration. で、この場合は水がなかったらバイブレーションは見えないわけですね。And the energy carries that vibration. で、だからそのエネルギーがそのバイブレーションを運んでいくわけです。So, in the term energetic construct, it means something that's made of energy, だからエネルギーでできた構造物っていうのはエネルギーでできたものですよね。エネルジェティック。and essentially, you really can't, person can't really perceive energy itself. You can only see its result. で、我々人間っていうのはエネルギー自体は見えないんですね。エネルギーの結果、何か現れは見えるけれども、エネルギー自体は見えない。 It really can't be perceived directly. 本当 It's に直 very 接エネル interesting. ギーを感知することは人間にはできない。面白いことなんですけどね。So what's interesting is then, to most people, it seems invisible. ですからほとんどの人にとってはそういうものっていうのは見えないものだというふうに思うわけです。 But it does something. でも見えないけれども何かするものと。It powers everything. だから全ての電源となるパワーの電源力となるものですね。So we have energetic, ですからエネルギーででき made of た energy. エナジェティックっていう Then の we は have the second term, construct. でコンストラクトっていうのは構造物 And the construct is anything that's made to actually function as for some purpose. で、構造物っていうのは何か目的があってある機能をするために作られたものが構造物
Like a building is a construct. 例えばビルは構造物ですね。 And it has a purpose. で、その、目的があります。It houses people, maybe a business, or houses their bedroom. And だからビルだったら Whatever. 人が住居だったりオフィスだったりという何か目的がありますね。 a car is a construct. で、自動車も構造 And 物 it で has a す。 purpose. It does something. 何か目的があって何かをします。 Your washing machine, 洗濯機、it's a construct. それも構造物ですね。 It does something. 何かをする。 So what does this have to do with mind? じゃあこれとマインドとどういう関係があるのでしょうか。 Construct. エネルギーでできた構造物。 So what I'm saying is mind essentially is a kind of で machine 何を言おうとしているかってマインドというのは一種のマシンであると。 that has a purpose. で、目的がある。 And it's powered by energy. で、その電源力がエネルギーになってるわけで In すね。 fact, it's totally created by energy. 実際はエネルギーでできちゃってる。 Within energy, I should say. エネルギーは中にできているもの。 So from that point of view, it's kind of invisible. だからそういう意味で目に見えないんで You す don't ね。 see it, 見えないわけです。 but it does something. でも何かする。 So in other words, it's not your brain, だ because から that's a 脳じゃ physical ない thing. 脳っていうのはもう物質的な肉体ですね。肉体の臓器の一つですね。 And it's not your body で、体でもない or で your す。 nervous system. また神経系でもない。 It's this other thing that's 他の attached to the body, 他のもので肉体につながっているもの and it has a function. で何か機能がある。 So what is this function? じゃあこの機能とは何か。 The function of it is an interpreting machine. で、その機能は何かって物事を解釈する通訳機器みたいな解釈機ですか？機械みたいなもんですね。 It interprets the waveform nature of the universe. 何を解釈するかっていうと、本来宇宙は波形なので、その本来の波形をこの解釈するのが、 And communicates that directly to consciousness. で、それを解釈して意識に直接コミュニケーションする。 But it also alters, changes, and filters that information. ただしその情報を意識に伝えるだけではなくて、その情報を変えたり、フィルターをかけたりということをするわけなんです。In other words, you don't see the exact true nature of the universe. で、どういうことかっていうと、本来の形の宇宙っていうのが見えないわけなんですね。 It's like 我々は having some milky glass in between you and the world outside. ですから自分と外の世界の間に曇りガラスがあるようなそういう状態です。 You can sort of make out kind of what's going on, なんとな but not くその clearly. 向こうで起きてるのは見えるけれどもクリアに見えないっていう。 So how does mind do this? じゃあマインドはどうやってこれをやるか。 How does it alter things? どうやってもこういう情報を変えていくのか。 And why does it alter で、な things? ぜそういった物事を変えていくのか。 Those are interesting こ questions. れはとても面白いこ But とで to すけ be ど、 very quick, 簡単に説明します。 belief systems can change that information. こういう思い込みなど信念体系、こういったものが物事を簡単に変えますね。 The environment can change あ that と周り information. の環境も情報を変えます。 The DNA and cellular structure of the body has lots of information in it, and that can change it. 肉体ですね、遺伝子とか細胞にもいろんな情報が入っているので、そういったものもやはり情報を変えていくわけで And す、 also ね。 the spirit itself can directly change it. あとスピリットも直接それを変えることができます。 So we, in actual fact, don't really see the true nature of the universe. What we see is really an illusion. ですということは我々は決して真実、宇宙の本質というのを見ることはできないんですね。我々が見えているのは幻でしかない。だから本質は我々は決して見えないんです。 And mind, this illusion is kind of, I would say that we see everything as a symbol as opposed to the true nature of だ things. からその幻っていうのはある意味でシンボルですね。ですから本来の宇宙の本質ではなくてシンボルとして我々は物事を見ている。なるほど。深いな。ディープ。コメントがね、皆さん、もう感じてらっしゃる方は、いらして、生きている人間のボディに入ってきた宇宙人ですね、カレルさんというね。So some people have already been suspecting that you are a 宇宙人 who came to the human body. Yes, probably so. かもしれませんねって。 I don't really talk about it too で much 実はこういう話はほとんどしないんです。 because I find it basically kind of irrelevant. っていうのは基本的にそういうのはあまり無関係だから。関係ないから。 What's relevant is present time, what we do now. で、大切なことは今
の瞬間何をやってるかの方が大切なんで、あまり普段話さない。In some cases, I think maybe can be useful to know where you came from. まあ、場合によっては自分がどこから来たかっていうのを知ってるっていうのは、まあ、役に立つこともあります。In your search to find out who you are. 特に自分が誰かというそのサーチ、そう探してるときは自分、そういう意味では情報は大切ですね。But to put a lot of significance on it is kind of a waste of time and irrelevant. でもそれをあまりも重きに置いてしまうというのは時間の無駄だし、無関係だと思います。Because they're just vibrational patterns. Their memories, they're just vibrational patterns. They're gone. They've finished. まあ、そう記憶ってのは単なるバイブレーションパターンで、過去のもので終わってしまったもんですから。And those patterns are just still floating around, but they're not real. でもそういうパターンがまだ置いてるだけだけど、それはもう実際のリアルな現実のものではないんですね。ここら辺のところが実感できたらいいなと思いますね。She wishes she can really actually feel that way. You can just do it. できますよ。そうすればいいだけって。そうすればいいんだ。では今この瞬間、喜びやら美しさやら、音を通してそういったものを体感して喜びの中にいるということの方が有意義だっていうふうに。So what's more important that you just experience the joy and the beauty and the sound and just be in that the joy. That's more important. Whatever that is. まあそれが何であ Just be る in とも、ね、present time. 今という瞬間にいるということが大切。Whatever vibration's happening in present time is what's happening, and that's what a person should be experiencing. ですから今という瞬間に起きていること、そういうバイブレーションパターンが起きているんだったらそれを体験するべきなんですね。なるほど。It's not as easily done as I say it is. まあ言うのは簡単ですけども、実際それをやるのは言うは簡単なんだっけ、そういうことわざありますよね。ありますね。はい。言うのは簡単ですけど行動は難しいという、実際にやると難しい。はい。今また質問が来ています。過去のパターンを手放す方法、またはアドバイスありますかということです。Okay. How do you let go of the past patterns? Or do you have any advice how to let go of your past patterns? Well, first you have to recognize that that's what they are, is vibrational patterns. まずそれがバイブレーションパターンであるということ、それを気づくということ、それがまず第一歩ですね。Because mind is saying that those are real. っていうのはマインドがそれは本当に実際に起きたことはリアルだっていうふうに言ってくるわけです。What I mean by real is it's trying to make them appear to be something that's happening now. まあだからそのリアルってまあ現実ってどういう意味かっていうと、それが今起きてるというふうに思わせるのがマインドですね。But what's actually it's doing is pulling the person out of present time and putting them into the past. でもそれは実は何をやってるかって今という瞬間ではなくて過去、今という瞬間をこう引き抜いて過去の方にその人を連れてってしまってるわけなんですね。But as you know, there's really no such thing as the past. でもご存知の通り過去なんて There's 存 no 在し such ないわけ thing で as す the よ、ね。 future. There's only now. 未来も存在しない。今しかない。So that's all an illusion. だからそれは全部過去も未来も幻なんですね。So what is it that we're looking at? A vibrational じゃあ pattern. 何を見ているかっていうと、それはバイブレーションパターンを見ているん And で we're す。 resonating with that pattern for some reason. で、何かの理由でそのバイブレーションパターンに共鳴をしているだけ。 As soon as you resonate with it, it starts to manifest itself. で、それと共鳴すれば即座にそれがこう物事として顕現さが現れるわけですね。Now let me explain that. で、これをもうちょっと説明します。Again, when I'm in my workshops, I talk about vibration. で、まあ、再びいいんですけど、ワークショップではいつもバイブレーションの話をします。If we, very simply, here's some mechanics of how waves work. で、簡単にその波の仕組みを説明しま We す。 have a wave, 波がありますね。 and if we take, it can be sound. Let's say it's a sound wave. 音でもいいです。だから例えばこれはサウンドウェーブですね。音の波の例を取り Say ま it's し a ょう。 piano note. 例え Boom. ばピアノの音、ピンって。And we look at it, if we could look at it on a oscilloscope, it just looks like a wave like this. これは振幅計を見ると、まあ本当にシンプルなこう波形に見えるわけですね。And these peaks, they go up and the peak down. 今シンプルに説明してるんですけど、こう上がるピークと下がるピークがありますね、波というのは。And there's a center point で、その真ん中のセンターポイントがあります。 between them. その間にね。 It's an illusion. There really is no separation there. 実はこれは幻なんで、その間分離なんて存在しないんで But す it's けども。 zero. でもゼロなわけです。 If it's a note, that means there's no sound happening だから there. 音の場合はそこのところでは音が
出てないということですね。And as the wave goes up, で、波が上がる。or the other side goes で、下 down, 側は、反対側は下に下がる。that represents the energy, これはエネルギーの量を表しています。the amount of energy. どれだけエネルギーの量があるか。 How that translates to sound is it gets louder. で、これをサウンドで言うとどうなるかというと、ボリュームが大きくなるわけです。So if the wave doesn't go up so high, it's soft. だから波がそんなに大きくならなければ音がソフト。And if it goes way up, it gets loud. で、まあ It's real 大き simple. な波だとボリュームが大きい。とってもシンプルですね。Now, what I would like to make a point is if we took two of those waves, ではここで言いたいポイント exact は、 same thing, 全く同じ波形を and we 2つ put them together 重ねます。 like this. こういう形で重 They ねます start at ね the。same time. 同じところでスタートして、同じところでスタートする。 The volume or the energy doubles. そうするとボリューム、つまりエネルギーが倍になるんです。They're resonating because they're exactly the same. 全く同じだから共鳴してるんです。 Now, if they're opposite, で、逆だったら、 like one wave goes up and the other wave goes 一 down, つの波 you が上 put が them って、一 together, つの波が下がる。その逆にスタートする波を一緒にすると、 they cancel out. キャン You, セルさ you れま hear す。 no sound at all. 音が全く消えないです。It's very interesting. とっても面白いんですね。 And that's the way it is with all vibrational だから patterns. 全ての波形パターン、バイブレーションパターンっていうのは全く同じ仕組みなんで No す。 matter what the wave is made out of. で、その波が何でできているかに関わらず、全てがその原理になる。 It can be sound, it can be light. それが音であろうが光であろう Wave が is 全 a く wave. 同じ。波は波なんですね。 And so what that means is if you're resonating with a past vibrational pattern, でもこれはどういうことかっていうと、過去のバイブレーションパターンに共鳴して you're いる。 energizing it just by looking at it. そうするとそれを見るだけでそれを活性化、エネルギーを活性化してるだけなんです。してることになるんですね。 And 見るだけで。 the more energy that it happens, it can literally manifest. ですからそのもうエネルギーが強くなれば強くなるほど、それがもう現れちゃうわけです。 So the best thing is just to not resonate with something if you want it to go away. ですからそれをなくしたければ、消したければ、それと共鳴しなければいいだけな。 It's like changing your channel. だからチャンネルを変えるような感じですね。 I'm not going to tune in that one. I'm going to tune this one in over here. それにチューニングするのをやめて、こっちにチューニングしようっていう。 Then it doesn't have any energy and it won't そう manifest. するとエネルギーがそっちに行かないので、それが現れないわけです。 So that's kind of the mechanical process. But the first thing is the person has to understand that everything is a wave and how waves work. だからまあそれがまあ機械的な仕組みですね。でもまずとにかく理解してほしいのは全てが波であるというか、波形であるということ。Everything is a wave. Everything is a wave. 全てが波ということ。 Another real simple way for the people out there that are listening to understand this in the everyday terms でまあこの視聴者の方がもっと分かりやすく日々の出来事でこれがどういうことかっていうのを説明すると、 about this two exact waves coming together and that doubles the だ energy. から全く同じ波が一緒になるとエネルギーが倍になるというその仕組みですね。 How about you meet somebody 例えばある人に出会います。 and this particular person, all of a sudden you just hit it off. でこの人会った瞬間にパッと気が合っちゃう。 Even when you first see them, you just have some good feeling about 初め them. て会って見ただけなのにとてもいい感 And then when じ、い you い雰 start 囲気があっ talking, you て。 realize, oh wow, we have the same experiences and think the same way, and you get really genky そして and 話 lots し of 始める energy. と、わあ、同じ経験をして、同じ体験をあってって言って、わーってすごくエネルギーが盛り上がってしまう。Your vibrational patterns are similar, so the 波形パターン energy が increases. 波形パターンが似てるから共鳴するからエネルギーが倍増するわけですね。 And the opposite happens. Some 逆 people も you ある just わけ like, ですよね。 ooh, I don't 人によっては。 feel right with this person. なんかしっくりこないからちょっとねって The いう waves are opposite. 波が And 逆 they なん start で to す。 cancel out. そうするとキャンセルしちゃうわけですね。消失するわけです。 Real simple. とってもシンプルです。 Actually, when you look at everything from a wave pattern point of view だから全てをそうやって波形というふうに見ると、 and understand the basics of the mechanics of how waves interact, でそしてまあ波形がどういう仕組みになってるかというその仕組みの交流の仕組みですね。それが分かると、 which is not difficult for the basic things. まあそういう基本的なことってそんなに難しいことじゃないんで When す you ね。 can do that, で一度それができると things become very simple. 物事がとってもシンプルになります。 Everything is complicated is just really an illusion. でまあ物事が複雑に見えるのは実は全て幻なんです。
So to answer your question in kind of a long about way, the first thing is you have to be aware of that everything is a wave, ですから、 including memories and past memories. ですから、今は質問の答えがすごく長くなってしまったんですけれども、まあ、簡単に言ってしまうと、まあ、その全てが波形パターンで、その、まあ、過去の記憶とかそういったものに共鳴しているということですよね。Everything is a wave. だから全てが波形パターン。 Our emotions are all different frequencies of vibration. 我々の感情も違った周波数なんですね。バイブレーション違った周波数です。Even the table that you're sitting at, it seems really solid, but it's moving. It's all vibrating. で、あなたがの目の前にあるテーブルだって、本当にもう固形に見えますけれども、実はもうこうバイブレーションで動いてるわけですね。Just in simple physics, you can tell that. もうこれはもう本当に簡単な学校で習った物理でそういうことがわかるわけですよね、すべて。The electrons moving around the protons and neutrons, they're all moving. 陽子とか中性子の周りに原子が回ってる。And each of the particles are spinning. で、それぞれの粒子も回転、いろんな形で回 All 転し kinds て of いる。 motion going ってい on. うので、いろんな動きがこう物質の中にあるわけですよね。But we're not sensitive enough with our physical senses to pick up on those things. でも我々の肉体のセンサーではそこまで敏感ではない、そこまで感知できない。But the table you're sitting at is constantly changing. She's not sitting on the table. Oh, in front of. テーブルに座ってるんですけど、テーブルには座ってませんよって今私が言ったんだけど、目の前にあるテーブルだって常に変わってるんですよと。It's constantly だ changing. から常にテーブルだって目の前にあるテーブルだって常に変わって But る。 vibrationally, it's so dense, でもバイブレーション的にはとても密度が濃 we い。 don't have the sensitivity to actually see it だか moving. らそれが実際に動いてるということを感じられるような感性がないんですね。 Of course, if you could watch it very clearly for maybe 150 years, you might see it change. まあでも150年じっとじっくり見ていれば変わっていくのが見えるかもしれませんね。A simple one is the banana. It changes very quickly. 簡単なのはバナナなんか結構早く変わるのが分かりますよね。ああ、はい。それは腐っていくっていう意味ですか？身につけるバン。Yeah, it's changing まあ変わってるということです。 because everything's moving and changing. So Yes. eventually it's going to shift. すべてが動いて変わっているので、いずれはシフトしていくということ。世界はそのバイブレーションの移り変わり、それをこう涼しい顔して眺めていればいいっていうことですね。So we should just be cool and then watch the movement and change of the vibration then. Yep. はい。 And if you actually understand it and start really trying to look at it that way, you will. You'll be amazed. で、本当にもうそうやって、understand the vibration だからバイブレーション本当にそういうふうに、見えるようになる、理解できるようになったら、本当に自分で驚くぐらいにそういうふうに感じられるようになります。カレルさんのこう感じ方で、こう、なんて言うんだろう、ふっとこう、映って、その感覚を味わってみたいなって思いました。So she just felt that she wished she could just become you and feel what it's like and how you feel those vibrations. So just resonate with me and you will. じゃあ僕と共鳴してくださってそういう風になりますよね。これでなりますか？ So, just こうやって just like that. Well, everything that I talk about is just a vibrational pattern. It comes out as sound, but the concepts of them are all, again, vibrational patterns. まあでも今説明したのは本当にサウンドで説明したんですけど、基本的にすべてがバイブレーションパターンなんですね。はい。And as they come together, you either vibrate with it だから物事が一緒になるとそれ or you が don't. 共鳴してバイブレーション、振動を起こすかしないか、それだけなんです。 Either's okay. どっちでもいいんです。どっちでも OK なんです。質問者の、過去のパターンを手放す方法、アドバイスっていうこと Oh に yes, the advice how to let go the past patterns. Realize they're just vibrational patterns, それが first of all. まず最初にそれが単なるバイブレーションパターンであるということを気づくということ。なるほど。理解する、気づくっていうことですね、そのことに。Yeah, because when people usually in those situations, see these vibrational patterns hold lots of different informations. まあそういうバイブレーションパターンにはたくさんの情報が含まれています。 Because that's really what a vibrational pattern is a kind of information. まあ、バイブレーションパターンは何かっていうと実は単なる情報なんですね。うん、And
the information that it's telling us is we're feeling emotions from it. だからそこの情報から我々がなんか感情を感じたりとか、 And we probably get some kind of mental image of it, でなんかそれの maybe some sound. なんかイメージが浮かんだりとか、サウンドが聞こえたりとか、 All these things are in the patterns. そういったものが全部パターンの中に入ってるわけなんです。And they can have so much energy で、それがたくさんエネルギーを作り出しちゃっ that a て、 person can actually think they're totally re-experiencing that pattern in real time. ですからそれを実際にそのパターンをリアルタイムで再び体験しているような、そういう気がするんですね。 But it's just a pattern. でも実は単なるパターンなんです。So once they can tell the difference, that's a beginning. difference between what? That it's just a pattern and it's not real. だからそれが実際に起きたことではなくて、バイブレーションパターンだということに一度気づくことができたら、 Because that pattern is resonating certain vibrations in your physical body. でこういったパターンっていうのはその肉体ともあるバイブレーションとして共鳴してるわけですね。 And mind. あとマインドともそうやって共鳴してるわけですね。 And so if you're not really clear about who you are, だから自分が誰かっていうのをクリアに分かってないと、 and that this is a pattern and that's a pattern and my body's a pattern and the cells are patterns. あれはパターン、これはパターン、自分の体もパターン、細胞もそのバイブレーションパターンっていうふうに、 When you can start to see that, すべてがそういうふうにバイブレーションパターンというふうに見えるようになったら、 you realize that's not you. それは自分ではないって分かるようになるんです。 These are just energy fields around doing different things. 多分単なる自分の周りのエネルギーの場でいろんなことをやっているという。 And you have control of that. で、そのコントロールっていうのはあなたがコントロールできるんですね。You can change those vibrations at any そうい time. ったバイブレーションをいつでも変えることができる。 But first you have to know who you でも are. まず最初に自分が誰かっていうのを分かんなきゃいけない。 If you think that you're the pattern, then you're stuck. 自分はそういったパターンだと思ってしまったらもうそのパターンにとらわれたまんまになっちゃいますね。You're not the pattern. You're you resonating with that pattern. あなたはパターンじゃないんですね。あなたがそのパターンと共鳴してるだけ。 Once you know that, then the next step is just retune your vibration to something else. それが分かったら今度はバイブレーション他のものにチューニングを変えればいいだけなんです。 So this is kind of my thinking and これ my は 私の it's 考 a え little なん bit で different すね。 subject, but it's related. ちょっとトピックが変わるかもしれないけれども実は関連してるんですけれども、 Maybe it might have something to do what people call ascension. 人々がよくアッセンションというものに関わってくるかもしれませんけど、 I don't really like using that term because it means like a lot of different things to different people. アッセンションという言葉あえて使いたくないんですね。っていうのは人それぞれ違った意味があるからあえてアッセンションという言葉は使いたくないんですけど、 I would just rather call it maybe just expanding our consciousness. だからアッセンションというよりも自分の意識の拡張というふうに言いたいです。 But my view of it is like this. で、私のだからその観点っていうのは私の考えはこうですね。 The reality, in fact, the whole universe is made up of vibration ですから宇宙すべてがバイブレーションでできています。 and all different frequencies of vibration. で、いろんな周波数のバイブレーションからできています。 Some frequencies are high and some frequencies are low. で、周波数、高い周波数もあれば低い周波数もある。 Just like music, you have the cymbals on the drums and then you have the bass guitar. 音楽と一緒ですね。ドラムのシンバルの音があれば、ベースギターの低音があるという。 But in the universe, it's much more expanded. でも宇宙はそれよりももっと拡張された範囲がありますけれどもね。But basically, it's similar. でも基本的に似たようなもんです。 Now, as we have on one end of the vibrational scale, we have things become very transparent and very light. で、そのバイブレーションの一つ側ではとても軽くてとても透明になってくるんですね。 In other words, less solid, less dense. で、これどういうことかっていうと、あまり固形化されずに、密度も濃くないという状態です。 On the lower end of the spectrum, で、この低い側 the の vibrations get very は dense. とってもフリクエンシー、
で周波数はとても密度が濃くなっていく。密度が濃くなってい They're く。 really compressed together. っていうのはどういうことかっていうと、いっぱいこう圧縮された状態ですね。 Like you compress coal and it changes to a diamond. 石炭を圧縮するとダイヤモンドになるような、そういった感じでギューッと圧縮されたのがもう片側です。 So we have the physical universe there. そこに物質世界があるわけです。圧縮された。Now, you could look at this because it's kind of a scale of how dense the vibrations are pushed together. だからこれをどれだけそのバイブレーションが圧縮されて、押されてるかという見方なんですけど、 So we could say that we have this certain range of vibration in the universe, 例えば宇宙にある範囲のバイブレーションの幅があるとしますね。 and we could theoretically put it on a scale でそれをスケールに入れることもできます。 of density, how much the matter is compressed. 物質がどれだけ圧縮されているかというそういう密度という形でこう分けることができるわけですね。 Because matter is just compressed vibration. っていうのは物質というのはバイブレーションが単に圧縮されたものが物質なので。 Now, you could, again, in this kind of arbitrary scale, こう任意にこうスケールを作るとしたら、周波数の密度の濃さっていうんですか、圧縮度のスケールで言うと、 within certain ranges, there's these vibrational densities kind of exhibit an overall で characteristic. ある幅によってそれぞれの特徴があるんですね。 And we could kind of actually divide them maybe into 7, for example, 例えば7つぐらいの densities. 密度の層に分けることができま And す they're ね。 just different levels of how much it's compressed. それがどれぐらいそのバイブレーションが圧縮されているかっていうその差なんですけどもね。 And each one of those areas has a kind of different characteristic. で、それぞれの分野が違った特徴があります。 Of course, in reality, there is no such でも separation. 実際はそんな分離なんかないんですよ。そんな分かれてるわけじゃないんで It's すけ just ど。 an infinite amount of もう changes 本当 between. にもうその間で無限の形でもこうずっと変わってる状態。 But just for talking, でもおしゃべりする時の便宜上、let's say we have 7 densities. 7つの密度があるとしますね、この周波数。 The reality the density of vibration and the reality we live in every day, we could say is maybe the third. でも我々が住んでいる物質世界を例えば第3密度、3つ目の密度と呼ぶことができますね。 So in other words, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 would be very dense, ですから、1、2、3、4、5、6、7ってやると、1ってのはとっても密度が濃いですね。圧縮されてる。 solid matter, rocks. だから and those 岩 kinds み of たい things. な、もう硬い物質。 So we could look at it like that. で、そういうふうに見ることができます。 Now, why, put that aside just for a で、 second, 今言ったことをとりあえず、 that concept, この話したことを脇に置いて、 and let's talk about where everything came from. じゃあ物事がすべてがどこから来たかというふうに、ところに話をいきましょう。 The true state 純粋な状態ですね。 is really infinite one. もう本当にもう純粋な、本来の状態っていうのは無限の一つっていうんですか、インフィニットワン。There is no separation. だから分離というのはないわけで It's す。分離っていうのは幻です。そうですね。In the native state or infinite oneness or infinite だから consciousness, 本来の状態っていうのが、無限の一つ、ワンとか、無限の意識とかって呼べると思いますけど、 the spirit in that form knows everything that ever has been and will be. でそういった状態でのスピリットってのは全て知ってるわけです。もう過去も未来、これから起きることも全て分かってる状態。All at the same time. 全て同時に分かってるんですね。 And at the same time, it's nothing. で、全てでありながら無であるという。 But what's interesting is infinite consciousness has the ability to postulate and perceive things. でも無限の意識っていう物事をこう想像して作ったり、物事を感知したりっていうことができるんです。 I would say that in an analogy, at some point, because infinite consciousness knows everything, 無限の意識っていうのは全て知ってるわけですから、 in order to experience separation, 分離を体験するには、 infinite consciousness has to create the situation for that to occur. で無限の意識っていうのはそれを体験できる状況を作らなければいけないわけですね。 So maybe as a game, だ just か for ら
just to experience. それを体験したいという意味でゲームと呼んでもいいでしょうね。Infinite consciousness fragmented itself で、無限の意識がこう分散したわけです。into nearly an infinite amount of fragments. じゃあほぼ無限の数の、かけらに分散されした。All of different vibrational frequencies. 要するに全ての、違ったバイブレーション周波数ですね。周波数に分かれていった。And of course, they're only fragments because infinite consciousness put separations in で、 between. そのかけらって分散されたかけらっていうのは無限の意識がそういったものを分けていったから、分離を作っていったから。And this is kind of a game で、これはある意味でゲームなんですね。 to experience different things だからいろんな違ったものを体験する and ためのゲ eventually ーム come back together as one. そして最終的には一つワンに戻るというのが最終的な目的です。But since infinite consciousness knows everything, でも無限の意識は全て知っているわけで、 it would be aware all the time で、全て常に気 of づ what's いて going る、 on. 何が起きてるか常に気づいている状態っていうのが無限の意識ですね。 So to make the game more complicated, だからゲームをもっと複雑にするために、 infinite consciousness postulated not know. だから無限の意識は知らないということを、そういう思いを作ったわけです。That's what the separations are, で、そこで分離というのが生まれ is たわ not けです know. 知らないというのが分離ですね。 So ということ we have で、 all these different fragments, いろんなかけらがあるわけですね。 and they're all different vibrational み frequencies. んな違った周波数なんです。バイブレーションの周波数。 So we have aliens, we have spirits, we have angels, we have human 宇 beings. 宙人があり、天使があり、we had angels and aliens, what were the other things? Human bodies. 人間の体があり、宇宙人があり、天使があり、人間の体がありと、そういういろんなものが、だからそういう違った周波数でできる。 In other words, the fragmented consciousness manifests all different ways. っていうことは、その分散された意識がいろんな形で現れてくる。 Some have bodies, some don't. 肉体があるものもあればないものもある。 Just light. 中には光だけ。 Some are rocks. 石。But what's very interesting is it's all a game でも面白いのはこれ全部ゲームですので、 to connect. 要するにお互いにコネクトすると It's いう like a の。 big puzzle. だから大きなパズルみたいなゲームですね。 And all the pieces have to fit together. で、そ All れ of ぞれ them. の全部のピースがちゃんとこう、集まって作り上げなければいけないわけです。before everything comes back together. で、それが最後の一つに戻るためには全部のピースが一緒にならなきゃいけない。So that means each fragmented consciousness is trying to see or experience all the different wave patterns that とい are う in こ the とは、 universe. すべての分散された意識がそれぞれを見て、体験し、宇宙のすべてを見て体験しようとするわけです。And as soon as a being can really do that, だからその人とか存在がそれを本当にできれば、見て体験できれば、 that means total understanding of a certain pattern. あるパターンを完全に理解した状態ですね。 That pattern ceases to そう exist. するとそのパターンは消えちゃうんです。なくなっちゃうんです。 And that's different than the wave patterns that are opposite coming こ together れは and さっ canceling. き全く逆方向の波が一緒になって消えるっていうのとまた違う状況なんですね。And the reason is that that's only occurring in a few different, well, I'll explain it this way. じゃあ今説明をねしますね。When a being duplicates a certain vibrational pattern, ですから、ある存在があるバイブレーションパターンを完全に、it's kind of like 重複す copy, る。だからコピーみたいな複製するということですね。完全に複製しちゃうと、total copy. 100% 全く同じものを複製した場合。 That means it's creating a copy in the same というこ space, とは同じ空間で、 in the same time, 同じ時間で、 with the same mass, 同じ質量、 and the exact same energy. 同じエネルギーで複製を作る。Now, two wave patterns coming together, they don't fit that total description. ということは、さっき言った2つの波の波形が一緒になるっていうのは、それとは全く違うんですね。違う状況。 So what I would call this phenomenon is the perfect duplicate, だから今言っ perfect た copy. すべての要素が一緒になるっていうことを完全なる複製、はい。完全なるコピーですね。
So when a being does that with something, で、存在が、人が全くそういうことを他のものと完全なる複製を作ることができたら、that pattern totally その disappears. パターンが消えちゃうんです。完全に消えちゃうんです。It no longer exists. 存在しなくなっちゃうんですね。And it becomes part of the being's knowingness. そうするとその存在の知るという知った完全にknowingnessだから完全に知った要素に変わるわけなんで It す。 has nothing to do with thinking. だから思考ではなくて完全に分かってしまったという知るという状況に変わるわけなんですね。So we have the spirit floating around in the だ universe. からスピリットは宇宙をこう Here's a pattern out here. ふらふら浮いていてあるパ Create タ a ーンがあり perfect ました。 duplicate. 完全なる複製を作った。 And そしたら消え Go た。 over here, で、こ another こに one, 行って、 but もう gone. 一つやった。あ、消えた。 Gone. あ、消えた。あ、消えた。 Eventually, everything is gone. そうすると最終 And 的 it's に全部消え assimilated in a て、 total knowingness. それを完全なる全知という状態にこう自分の一部に なってしまうわけですね。なるほど。自分に組み込まれちゃうわけで And す。 that's the game. で、それがゲームなんです。あ Now, it's multidimensional, so it's very complicated and very でも sophisticated. これは多次元的なのでとても複雑でかなり高度なゲームなんです。 And we have multiple fragments of fragmented consciousness trying to compare. で、そういった分散された意識がそういった情報をお互いに共有し合うわけですね。この比較するわけです。自分たちの体験を。And in this third density of vibration, we have mind 我々のこの第三密度というもの、世界にはマインドというものがある altering の the で、 information. で、マインドっていうのは情報をどんどん変えてくるわけですよね。 And all that does is extend the length of the game. で、それがその結果何をするかっていうとゲームが長引かせる、長引く要素なんですね。あ、なるほど。Now, why I'm saying all this, なぜこれを言ってるか we って go back い to う this と、 density scale. 先ほどの密度のスケールがありますよね。 Okay, we're talking about ascension. で、アセンションの話に戻りますね。 We hear all the time New Age people, for example, are saying we have to raise our ニ vibration. ューエイジの人たちとかが、スピリチュアル系の人がバイブレーションを高めなきゃ、波動を高めなきゃっていうのをよく聞きますよね。 And that's true. 確かにそうなんです。 But what I see with most people that are saying these でも things それを言ってる人の中でよく多くの方が is they're putting a hierarchy on it. 階層を作っちゃってるね。そういうことによって。 In other words, this higher vibration is better than this lower vibration. 高いのが低いのよりも高い方がいいという感じで階層を作っちゃっている。 A vibration is a で vibration. もバイブレーションは単なるバイブ There レー is ション no なんで good す。 or bad. いい悪いはない There で is す。 no hierarchy at all. だから階層なんてバイブレーションに They're は存在し just ない。 different. 単に違うだけなんですね。 So what they're really doing is kind of dramatizing the human ego. だからそうやって階層を作っちゃう人ってどちらかというと人間のエゴをもうちょっとこう劇的に表現してるっていうかドラマチックに表現してる。 I'm better than you because I'm at this vibration, and What? you're not good because you're down here at this vibration. 私はこのバイブレーションだからあなたよりいいのよと。あなたはここだから私より低いわねというふうに、そういうふうに人々はやってるんです。 Infinite consciousness. There is no such thing as separation and 無 vibration. 限の意識の中ではうんバイブレーションの分離する分離は存在しないんで There's す。 no such thing. そういうものは存在し That's な a い。 human これは created 人間が作り出し idea た out も of の。 ego. だからエゴで人間が作り出したものなんですね。 So that approach is not correct, だからそのアプローチは正しく in ない。 my opinion. 私の考えだとそのアプローチは正しくない。はい。 The approach is more like this. だからこういうアプローチがいい。 And as what I was talking about, fragmented consciousness in the game of the 私 universe, の考えるアプローチっていうのは、この無限の意識がこう分散してというゲームという話に戻ります if we wanted to create the perfect duplicate of all the vibrations so that the universe essentially disappears で、eventually, 全てのバイブレーションとの完全なる複製を作って、それをいっぱいやって最終的に宇宙全てが消えてしまうという。 back to infinite で、そして oneness, 無限の一つに戻るという。 that means we have to be able to look at every vibration that's in the そう universe. するためには宇宙に存在する全てのバイブレーションを我々はこう見ていかなきゃいけないんですね。 All of them. 全て。 When we say, oh, but that's negative, we don't want to go there, that's ridiculous. It's just a vibration. 全てって言っても、でもそれネガティブだから嫌だっていう発想は馬鹿げてる。 That's putting a separation これ there. は全てなんで単なるバイブレーションなんでそういうふうに見ることでも分離を作っちゃうんですね。 As long as a person continues to do that, it will restrict his ultimate
elevation. ですから人がそういうふうに見る限りは、その人の上昇っていうんですか、進化はもう最終的には妨げてしまいます。So we have to look at really. だから我々は I look at it. I try to explain it more like a radio dial. よくラジオダイヤルで説明するんですけれども、 If you only have one station on your radio dial, ラジオがあるのに一 you're 曲しか stuck. ダイヤルがいかないってことは一箇所にこうとどまっているわけですね。We can call that in certain psychological circles or science circles entrainment. まあその精神科の分野とか、あとは科学者ではそれはエントレインメントだから引き込むんですよね。It means you're stuck right in that particular その vibration. バイブレーションにエントレインメントが引き込むんですよね。だからそこにもう囚われちゃってそこに引き込まれている。だからそこに一箇所にとどまっている。エントレインメントっていうんですけれどもね。そういう状態なんですね。引き込まれちゃって囚われている。Well, clearly, if you only have one vibration you're listening to, you're not going to be able to know what's going on in the まあ world. 明らかに一つのバイブレーションしか見えていなければ残りの世の中が見えなくなるわけですよね。You're going to just get this one view and only. だからこの一つの視点だけで他のは一切見えなくなってしまう。 So by raising our vibration, it's expanding. ですから我々 Is がバイブレーションを really the proper term. まあ高めるというよりも拡張するという方が正しい。If we start to do that, we add more channels to our radio だから dial. 拡張することによってラジオのダイヤルのチャンネル数が増えるということで And we す can tune ラジオ in 局ですね。 anything we want, ってことはどれでも自分の好きなところにチューニングして聞くことができる。 literally. 本当にもう実際にどこにでもチューニングできるんです。 If we finally get tired of walking around in this third density, we can just totally change the channel and leave. だからこの第三密の世界でこう生きてるのが嫌になったら本当にもうチャンネルを変えれば簡単に去ることができるんです。 And what I mean by that is you literally fade out でそれどういうことか of っていう this reality and appear in a different one. どういうことかっていうとこの我々の3次元の現実から本当にフェードアウトしてそして別のところに現れちゃうんですね。Now this brings me to something that maybe some people might not think this is very popular ここでは idea, but よくあまり人々にはいいとはあまりポピュラーじゃないアイディアに話すことになるんですけども、 but I'll put myself out there at risk as being called, "Ooh, you're negative." まあちょっともしかしたらネガティブって言われる、こう攻撃されるかもしれないけど、そのリスクはあえて取ろうかなと思って言っちゃいますけれども、 But listen to what I have to say before you judge まあその harshly. 厳しく私を批判する前にちょっとまずさっき聞いてくださいね。I would say that human beings, there's very good people out there that can see to a certain degree that things are not really optimum. まあだからこの人々の中ではやはり物事がちょっとおかしくない最適な形で動いてないなというふうに見える方々がいらっしゃいますね。 In this third density reality, we see things that are not optimal. でまあ我々が生きているこの第三密の世界の中であまりこの最適ではない状態というのがありますね。We see wars, we see famine, on and on 戦 and on. 争があり飢餓がありといっていろんな出来事がありますね。 And so, a lot of people want to do something about で it. すから多くの人々はそれをどうにかしたいと思っている。 They think, well, this has got to change. これはやっぱり変えなきゃって思 We っている。 can't do like this. このままじゃやっぱり良くないから変えなきゃいけな And I い。 think these people are very good intentioned. でそういう人々ってとてもいい、 Well, most of them anyway. まあ、ほとんどの人はもうとてもいい思いで意図でやってらっしゃいますね。 But I think they have it wrong. でもちょっと間違っているかなと思ってるんですね。間違ってるというか、まあ、ちょっと違うかなと思っている。 If they want to change it, で本当に変えたければ you change it to. 何に変えるんですか？ Everybody has a different point of view. みんなそれぞれ違った視点を持っているので、 I think it should be like this. 私はこういうふう Another にこれが person いい says, と思う。 no, but I think it should い be や、 like でも that. 他の人は、いや、私はこの方がい I いと would 思う make。it like this. 私だったらこうするわ。 Yeah, but I think it should be いや、 more で like も、 that. でもこの方がいいんじゃないの。
That's exactly the same problem we have on the planet right っていう now. のはそれ今地球上にある問題そのまんまですよね。 Everybody trying to force their point of view on みんな everybody それぞれ else. 自分の視点を他の人に押し付けようとするわけです。 So っ I don't really see any difference. てことは Not really. それでもそういう思いでもやはり違いっていうのはあんまりないように見えるんですね。 And I can look back over millions, maybe billions of years. まあだから何百年、何百万年、何十億年と振り返ると、 I'll just limit it to this planet. まあとりあえずこの地球上だけの話にしましょうね。 As long as human beings have been here, まあ人間がまあここに存在 we've し seen the て、 same patterns. 同じパターンがずっと繰り返されています。 War, 戦 ego, 争、エゴ、 arrogance, 傲慢、 you know, all these kinds of things. こういった物事があります。 I don't see anything that's different. 違いはないんですね。 It just continues. 同じことが継続されている。 You have lots of people saying something, まあ多くの人々がいろんなことを言っています。 but it doesn't change. でもそういう、 Not really. そういう、でもやっぱり本当は根本的に変わっていないんですね。 The coat changes, まあ外の the outward look might 外 change, 観は変わります。洋服は変わります。コートは変わります。 but the core is the same problems でも、 over and 中身の over and over and over again. It's just an endless loop. 中心は全く変わらなくて同じことの繰り返し、繰り返し、繰り返しと永遠のループ状態です。 So one would, with a little bit of awareness to pop out of that, would think that maybe there's something else going on because we keep repeating the same thing. Nothing gets any better. だからまあ人によってはある人が気づいて、もしかしたら全く何も変わらないんだから、もしかしたら何か他の要素があるのではないかなと。 Maybe there's something we're missing. 何か我々はちょっとミスってるんではないかなと。見えてないのではないかなという人がいるかもしれません。 Now, this is where I think でここで私の考えなんですけど、 the reality of it is this third density vibration, この第三密度のバイブレーション、我々がいる第三密度のバイブレーション、 it's not supposed to change. これは変わるべきではない。 It's here for a reason. ここにあるって理由があってあるんですね。Now, remember, it's a vibration. 戻りますけども、これはバイブレーションですからね。The characteristic of this density, the third density vibration that we live in, で、我々が今生活しているこれ第三密度の特徴、 is distortion, 歪みです。歪みが特徴です。 heavy distortion. 大きな歪みが特徴なんですね。歪み、歪みが特徴です。 Now, what I mean by distortion で、歪みってどういう意味で私が言ってるかっていうと、 is something that's been altered from its original. オリジナルの形を変えた、変形したものが歪みなんですね。歪み Now, technically, everything in the physical universe is a distortion from the infinite まあ one. 基本的に無限のワンネスから比べると、まあ、この物質世界ってのは全て歪みですね。 But that's the bigger まあ picture. でもこれは今さっきの枠を大きくした大きな全体像の話ですけれども、 But let's look at it from the frame of everyday people on this density. まずじゃあとりあえずこの第三密度の日々の生活の人の観点から今話をします。 I would look at these vibrational densities ですからこういったいろんなバイブレーション密度がありますね。 as kind of a operating system of the universe. それを宇宙の OS みたいな運営システム、オペレーティングシステムですね。 It's like the machine language, ですからマシン言語みたいな、そういうふうに見ていま the す。 real core. で本当に核なる要素です。 And it's here for a reason. でここにあるのには理由があるんです。 Everybody has their lessons to learn as they approach their native state. それから本来の状態に到達するためにはそこを通過しなければいけないんですね。 And beings have to pass through this. ですからそのいろんな存在がここを通過していかなければいけない。 And that's what it's here for, is to teach each person something. ですからそれぞれの人がそういったものを教えるために、何かを学ぶためにそれが存在してるんですね、この層が。So if we try to change it, ですからそれを変えようとすると、 you might make some progress in one area, ある分野ではそれは進歩するかもしれません。 but something else will distort somewhere else. でもすると他のところでやっぱり歪みが出てき It's て the しまう。 nature of this それが density. この第三密度の特徴なんです。 So what I'm saying is, instead of focusing on trying to change everything, だから何を言いたいかっていうと、全てを変えたいっていうところにフォーカスするより we も、 need to work on ourselves. 自分自身の働きかけ、 Expand our awareness, expand our consciousness, 自分の意識、自分の気づき、自分の意識を拡張する。 when we realize who we are, でそして自分が誰かって気づくと、
in this density, まあ、この第三密度に自分が誰かっていうことを気づくと、 we have a choice 選択の余地が We can change the 自由選択ですよ。でもそこでまあチャンネルを変え and move on. て先に進むという。Been there, done that. もうこれはやっちゃいました。もう経験済みです。ということで先に進む。Everybody's at a different level of learning. で、みんなそれぞれ違った学びのレベルにいます。We can't presume that we understand everything and we know better than somebody だから else. 我々はもう全部分かっていて、他の人もよく知ってるなんていうふうなことは、そういうふうに考えることはできないんですね。Each person has to make their own choices. 個人個人が自分で選択していかなければ。Extremely important. それがとっても大切です。 Free will. 自由意志です。You can watch a person who's obviously making mistakes, 明らかにも間違ってる人は本当間違ってるなっていうのを見えることがありま and a す。 person wants to say, "Oh, stop doing that and do this and do like that." それをやめてこっちをやったらどうって言いたくなりますね。 But unless the person can make his own choice about it, he's not going to change. でもそれ本人が自分で選択しない限りは変わらないんで In す。 fact, you could make his mission or his lessons worse. 逆にそうやって助けようとする結果、人のミッション、進む道をより状況を悪くしてしまったりとか、退化させてしまうことがあるんですね。 Because 退 you're 行 not- させてしまう。 Because you're not looking at the big picture with that っていう person. のは私たちがその相手の大きな全体像を見えていないから、その助けようとすることによってそれを遅らせてしまう。 So we have to respect each person. ですから我々はお互いを尊重しなければいけません。 Each person is at a different stage in their learning で、 process. みんなそれぞれその学びの違った段階にいるわけなんです。 You can't tell somebody what to do. That's really だから basic stuff. こうしどうしなああしなさいこうしないっていうのは絶対言っちゃいけない。これは基本的なことです。 We can offer information. 情報を提供することはできます。 That's different than telling somebody what to do. 情報を提供するのとああしなさいっていうことで指示するのとは全く違うことです。 And if somebody doesn't do anything with that information, you still have to respect that person's で、 decisions. その情報に対して何もやらなくても相手の決断をちゃんと尊重しなければいけない。 They have their own path. それぞれ自分の道があるので、歩むべき道があります。 So what we have to do is work on ourselves. ですから何をやらなければいけないかと自分を磨いていかなきゃいけない。 And by showing, うん、 by でも doing, 実際自分の行動とかでそれを見せていくわけですね。 if people resonate with that, で、それに他の人が共鳴したら great. いいですね。 If they don't, that's fine too. 共鳴しなくてもそれでも全 No 然 problem. いいんです。全然ノープロブレム。問題 It's ない how です。 it's how things work. そういう仕組みになってるんです。 At some point, that person will come around and realize after maybe 1,000 times in this life で、人によっては1000回ぐらいの繰り返し人 going 生を around and around. 1000回ぐらい体験してMaybe one day they'll just go, I'm tired of this. ある日、もうこれ I'm going 疲 to れ do ちゃっ something た。 else. 他のことをやろうっていうふうに気づくかも It's しれない。 simple. It's just like that. 本当にそんなシンプルなもんなんです。もういいやって。 Need of change. もう本当に need of change どうしても変えたいという状態ですね。変えざるを得ないという状態に。 And then they'll change. そういう状態に達すると変わるんです、相手は。変えたいという状 And then 態。 that's how we move forward. で、そうやって我々は次の方に進んでいく。 But like I said, this is a big game でも言ったようにこれは大きなゲームです。 because I've been talking about this universe, right? 私はもうこの宇宙の話をしてるわけですね、今のところね。 Well, there's a bigger picture. もっと大きな全体像があるんです。 There's multiverses. マルチバースで複数の宇宙があります。Maybe I don't know. I don't have the answers to everything, まあ of 私 course. は当然全てに対する答 But えは I ない know です that けれ there's ども、 probably at least 10 to the 500th power 少なくとも10の500乗 Universes. 宇宙はある。 10の500乗。 So the game is big. だからこのゲームは実はとっても大きいゲームなんです。 So a person should just relax. だからみんなちょっとリラックスして皆さんちょっとリラックスすればい Just い be と in 思う。 present time. で、今という瞬間に生きる。 It gets easier. そうするともうどんどん楽になっていきます。簡単になっていきます。 This density is the hardest to pass through because it's distortion. 歪みが特徴なので一番通過しにくい大変な密度です。 And at a certain level, it just becomes fun で、あるレベルに到達すると全てがとっても楽しくなります。 because whatever you decide happens. っていうのは自分で決めたことが全部それが実現しちゃうから You。can manifest anything you want. 何でも具現化したいものは何でも現れちゃいます。It's like a super sophisticated virtual まあ reality. とっても超高度な仮想現実、バーチャルリアリティですね。
うん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 。なるほど。Okay. OK。Enough talking. So じゃあ十分おしゃべりしましたっ questions. て。 I'm 質 sure 問、you have lots 多 of 分たくさん questions. 質問があるんですよね、きっとね。あの、質問はでもありますが、途中でね、お止めするよりも、もうすべてカレルさんのお話をずっと聞いてる方が、効率的だなと思いまして、はい。あ She え was て、 asking 面々に questions, 聞かせていただきました。but she decided that it might be more efficient to just hear you talk rather than interfere with the questions. But now's the time. でも今こそ質問の時期ですよ。はい。では、いきますね。いろいろありますよ。There's quite various questions, so here I go. Okay, good, いい good. ですよ、いいですよ。 Bring them on. ずっとどんどん聞いてって。質問という質問はそうですね。あえて、これかな。いっぱいあるんですが、途中でカレルさんの音楽を、お話を聞きながら聞かれてる方、サイトの方にね、行かれて、音楽を聞かれている方がいらして、その音楽を聴いていくうちに、恐怖を感じたっていう方がいらっしゃったんですね。で、無意識にその音楽に自分を同調させようとして聴いていたから、拡張の恐怖を感じたということなのでしょうかという質問が来ています。Okay. During you talking, some people went to the site and start listening to the music, and while listening to the music, this person start to feel fear, and this person is saying that maybe unconsciously, I was resonating with it, and maybe trying to expand myself. So maybe I felt fear. But okay, what were you listening to? 何を聞いてらっしゃったんでしょうね。Does it say? なんか書いてらっしゃいます。何を聞いて。どれでしょうか、どの音楽でしょうかね。サイトが紹介されていて、そのサイトを聞いていらしたということで、もしよろしければ、質問者の方、何の音楽を聞かれたか、コメントの方に書いていただけると、助かりますが、書いていただいている間に、他の質問に行っちゃってもいいのかな？あ、大丈夫です。The Gates of Dawn だそうです。Okay, はい。Dawn ですね。The Dawn. Gates of Dawn. If a person feels fear, what is fear? じゃあ恐怖を感じるんだったら、じゃあ恐怖とは何でしょうか。 It's an emotion. 感情ですよね。And what's an emotion? It's a vibration. 感情とは何か。それはバイブレーションです。So there was something there that this person was resonating with. ですからこの聞いてらっしゃった方がその時何かと共鳴してたわけですね。And everybody that resonates with something, that's what they're supposed to resonate at that moment in time for whatever reason. です。その時に何か共鳴してるっていうことは、まあ理由は人それぞれなんですけども、それと共鳴しなければいけなかったから共鳴してたんですね。These are the moments when the lessons of life are waiting for the person to figure out. ですからそういったまあ人生のレッスンがあって、その人がその時にも解明しなきゃいけない、なぜだろうかというふうにまあ分かんなきゃいけないというそういうレッスンが待ってるわけなんですね。In other words, it's an opportunity. ですからその時こそチャンスなんです。Same with any emotion. どんな感情でも一緒ですね。It's just a different frequency. ただ単に違った周波数なだけ。I can't say specifically, but it has to do with that person's own experiences. でもまあそれが具体的に何かって私は言えませんけれども、まあ、その人自身の体験、経験とか、that person's own life experience、 Yeah. その人の人生での今までの経験が関係していると思います。And that's probably something that person needs to confront. ですからそれ Whatever は that is. それが何かわからないですけど、その人が今こう直視するっていうんですか、それを直面するべきことなのだと思います。But remember, emotions are illusions, でも感情 just like everything else. 覚えていていただきたいんですけども、感情は他のものと一緒で単なる幻です。 There's no such thing, そんなものは存在しません。感情なんて存在しません。幻想です。 so don't worry. だから心配しなくていい。はい。それが幻想であるということに気づいたときにそれは消えていくということですね。So that what you're saying is that once you realize it's an illusion, then those kind of feelings disappear. They will disappear because then they just become another vibration. そう。で、消えます。ってことは単なるバイブレーションになっちゃうから、また他の新しい単なるバイブレーションになってしまうから。なるほど。
かりま See, す。 what's interesting about a wave, で、波の波形の面白いところ we know a lot of people talk about the duality of the universe. で、多くの人が宇宙の二元性の話をします。 Plus, minus, yin, yang, good, bad, プラスマイナス陰陽善悪などですね。 right? But that's separation. でもこれは分離です。 So, so when you say good だからい and い bad, 悪善悪 what is that? これは何でしょうか。 Let's look at it from a vibrational point of view. Where possibly could this whole concept of duality come from in the first ではバ place? イブレーション的にこれを見ると、まずこの概念っていうのは一体どこから生まれたのでしょうか。 It comes from the wave. 波から来るんです。 We have the complete wave is up and then down and then starts over again. That's the 完 complete 全 wave. な波というのはこう上がって下がってっていうのが一つの完全な波形ですね。 But for some reason, somebody stuck a separation or a line right between the middle でもなぜか誰かがその真ん中に線を引いちゃったんですね。 and said the up is good で、 and 上 the は down 良 is くて bad. 下は悪いとかね。What is that? 一体これは何？ That's a human construct. これは人 It 間で has 作っ nothing た to も do の with です。 anything. もうそういうの本来のものとは全く無関係の人間が作ったものです。 They could say the up is bad and the down is good. うん、 It じゃ doesn't あ、 matter. 上が悪くて下が良くいいでもいいわけですよね。 It's all illusion. すべて幻です。 That line in the middle that causes the separation is an illusion. Doesn't no. exist. 分離を作ってしまった線。こんなの存在しないんです。これは単なる幻です。 So as long as someone holds on to the idea that I'm only going to look at the top of the wave and never look at the bottom, だから誰かが私は波の上だけ見て下だけは絶対見ないって決めたら they'll never know the full wave. 波全体を知ることはできないんですね。 In other words, they're not going to see the whole って universe. ことは宇宙すべてを It's 見え not ない。 possible. 不可能です。 They're limiting their view. 自分の視点を限ってるんですね。視野を So 限 it's っ an てしまう。 illusion. だから幻なんですね。 Anyway. とにかく。はい、ありがとうございます。では次の質問いきますね。Next question. はい。すべてのゲーム、バイブレーションの複製イコール消滅を体験、通過しなければ全体にはなれない。全体との一致はない。進化はないということなのでしょうかという。So unless you, it's a big game, so everything is a vibration. So unless you duplicate and then disappear without doing that, then there will be no evolvement. Basically, yeah, it'll stay the same. 基本的にそうです。それができないと全く変わらないということです Of ね。 course, when I say that, there's a bigger picture でもそう言っても必ず大きな絶対像があります because か some ら。 things are always changing, Do you know, always in motion. 物事はすべて変わってて、すべて常に動いて、常に変わっています。But yes, things they're limiting their view What do you mean? What is limiting their view? by not duplicating. だからそうやって完全に複製できなければ、その自分の視点が制限されるということですね。Because essentially what I said is a perfect duplicate, whatever it is that their object or concept or vibrational pattern, だから完全なる重複っていうのは、複製っていうのは、ものであり、概念であり、バイブレーションパターンであり、そういったものを、完全なる複製を作るんですけ if ど、 they do the perfect duplicate or perfect copy, it will vanish, ですが完全なコピーをすると、そのものが消えちゃうんですね。 which of course is totally contrary to modern っ physics. てことは、これはもう今存在する物理の法則に相反するものなんです。 Say it can't be done. もう今の物理ではそういうことは存在できないということです。 But if it can be done, でももしそれができたら、 it ceases to exist. 存在しなくなっちゃうんです。 So, だから、 and that turns into knowledge. そうするとそれが自分の知識に変わっていくん I です。 shouldn't say knowledge. 知識じゃないな。 Knowingness is a difference. 知識じゃなくて知るという knowingness という英語なんですけど、知るという状態になる。 It's not thinking. 考えていないんです。 That's mind. 思考はマインドですから。 What I'm talking about is spirit. 今言ってるのはスピリットの話ですね。 So, then from that point of view, then they're limiting their knowingness about the universe. without doing Yeah. the dupe. だから完全なる重複を複製をしていかないと自分の宇宙に関する知識というのが制限されちゃうわけです。宇宙の知識を知ろうと思うことが制限されちゃうっていう。
ていうの These are quite advanced concepts, so I don't これは expect everybody to かなり understand them. 高度な概念なので、そんなに全員が皆さん理解できしてくださいということを言ってるわけじゃないので。And personally, overall, I really don't like talking about it. That's why I do the Corel effect. I just do it and have the person experience directly でも基 without 本 words. 的に喋りたい、こうやって言葉で説明したくないんですね。だからカレルエフェクトをするんです。カレルエフェクトをすると言葉じゃなくて実際にそれを体験していただけるから。Words are just symbols, 言葉は単なるシンボルなので、 so there can be alteration. だからそうやってシンボルなので変えられてるわけですね。本来の形。 But using music and sound in a certain way, it's very direct. でも音楽とかサウンドある形で使うとそれがすごく直接的に伝わる。So that's my preferred method. だからどちらかというと言葉よりも音楽を使ってこう皆さんに感じていただきたい。 Anyway, まあとりあえずそんな感じですね。そうですね。不思議となんか、私は知っているっていう感覚になりましたね。Yes, because when she had the Corel effect experience, that's the state she was in. That she was in a knowing yeah, state. exactly. まさにその通りですね。 So I'm just like talking, but it's better just to experience directly. だから今こうやってベラベラ喋ってますけれども、一番いいのは直接体験するのが一番いいです。私もそう思います。She totally agrees. It's fun to talk. もちろんおしゃべりするのは楽しいですよ。そうですね。あっという間に2時間以上経過しています。Because more than 2 hours has passed already. Wow. Wow. Are people still listening? ま They だ fall 皆さんちゃんと asleep. 聞いてらっしゃるかしら、寝ちゃってるんじゃないかしら。もちろん。いや、もう本当に面白いので、あっという間に時間が過ぎていってしまってます。無時間に入ってます。It's quite interesting that the time is and we start talking and then time just passes very quickly. まだまだ質問が来てますよ。Oh, more questions. Okay. Okay. 大丈夫ですか？ Are you okay? I'm fine. 僕は大丈夫よ。すごいパワフルなんですよ、彼。そうですね。もう全然もうすごいパワーです。はい。ニュートリノの発見で、相対性理論の E、イコール MC 事情ってありますね。重力の法則ですけど、はいが疑わしくなってきているらしいです。ビッグバンも怪しいと聞いたことがありますが、まあ、そういう、この現在の理論というのは全然通用しない世界ということですよね。それが質問ですね。はい。はい。So, because of the neutrinos, the relativity theory of E equals mc square or the Big Bang, those kind of theories are starting to become a bit wobbly because of the neutrino. That's what it means, right? Well, yes and no. Yes と No ですって答えは。But you're right, basically. まあそうですね。基本的にそう怪しいです。怪しくなってきてそうですね。Yeah. The area of neutrinos is another state of consciousness, まあニ actually. ュートリノっていうのは実 Another は dimension. 意識の別の次元なんですね。別の状態っていうんですが、別の次元なんです。Now, I notice in Japan, there's seems to be some, well, I don't know if it's confusion, but it's different than what I say. まあでも日本ではどうも、Definitions. 定義的に私が使ってる定義とちょっと違ったいう風に解釈されてる言葉があるんですね。は Density だから自分が and 言ってる dimensions are two different things. 密度と次元っていうのは全く別物なんです。I think they're mixed up. それが日本ではどうも結構一緒になってる。Density, as I mentioned earlier, has to do with frequency, で、先ほど私が説明した密度っていうのは周波数、 vibrational frequency. バイブレーションの周波数の密度なんですね。 Dimension is a location. で、ディメンションという次元っていうのはロケーション、場所です。場所ですか。ロケーション。So, the area of neutrinos actually is in different dimension. だからニュートリノは別の次元なんですね。ロケーションですね。別のロケーション。different location。ロケーションが違う。 Neutrinos, one of the characteristics is they have no charge. まあ、ニュートリノの特徴というのはチャージがないのが特徴なんです。From our point of view in this reality. 我々が住んでいるこの3次元のこの世界の観点からだとこのエネルギーチャージ、エネルギーのチャージがないということなんですね。我々のこの3次元の世界の観点から見ると。
うん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 。そこら辺ちょっと私よくわからないな。She doesn't understand. I understand. はい、よくその気持ちよくわかります。チャージがないっていうのはどういうことなんでしょう。チャージがないっていうのはどういう What こ do と you なん mean でしょ by no charge? No positive or negative electric charge. プラスマイナスの電気チャージがないということです。う。プラスマイナスの電気チャージがない。They're neutral. ニュートラルですね。中な性るほど。Well, that's how they appear というふうにうん我々の世界に from は our frame of reference. 我々が見た我々のこの三次元の枠組みから見るとそういうふうに見えるんです。そうなんだ。It's always a bigger picture. いつも大きな全体像がありますからね。別の大きな大きな計全体像。画が。大きな、そうですね。この枠ではなくてもっと大きな全体、なるほど。ビガーピクチャーです。なるほど。はい。人間はあらゆるバイブレーションを所持しているのですかっていう質問もある。処置はい。所持。持っているのかという。人間ね。はい。The human being have all the vibrations. The spirit does. スピリットは持ってます。うん。なるほど。I want to be very clear on when you say human being because a lot of people think that that's the body when you say that. 人間っていうと大体肉体を普通、一般的に想像しますよね。ああ、はい。そうですね。はい。いや。だから。The spirit knows everything, really. はい、何ですか？まあ、その、空っぽの、まあ、体に入っている、その、意識ですね。スピリットは全てを所持しているということですよね。Yep. Since that's our empty body, but the spirit that owns that body have everything, all the vibration. そうです。まさにそうですね。It has a potential because it's the spirit that created everything in the first place. もともとスピリットが全て作ったわけですから、そういったポテンシャルを持ってるわけですね。はい。And in its fragmented state, the spirit. だからそのスピリットの分散された状態ですね。We're all one. でもそれもともとみんな一つなんです。With this illusion of separation between us. で、我々の間にこう分離があると思ってる幻、それは幻想ですよね。でもともとはみんな一つ。そうですね。一つ一つの体に個人として入っているように見えるけれども、実際はもともと同じとこからやってきたということですね。So we are in each individual body, so we feel like we're all individuated, but we all came from one place. はい。Exactly. まさにその通りです。また別の質問に移りますが、超具現化するには、超具現化って書いてあるんですね。具現化を超えるという超具現化と書いてありますね。プリンさん、これどういう意味でしょうか。超具現化するにはすべての周波数を知り尽くさなければならないのですか。それと、そのチャンネルを変える方法はどんなことなのでしょうという質問ですね。So in order to super manifest, you need to know all the vibration and what do you mean by changing the channel? Well, to manifest something, all you have to do is resonate enough with it, develop enough, it creates enough energy and it will manifest. 具現化するには基本的に、それだけ共鳴しちゃってエネルギーがちゃんと多くなってくると物事が具現化するんですね。How powerful you are determines how fast you can manifest something. だから個人個人のがどれだけパワフルかによってその現れのスピードに関わってくるわけです。本人がそれぞれがパワフルだったら物事が具現化しやすい。だからその人のパワーのどれだけパワーを持っているかによってその具現化のスピードっていうのは関連性があるんですね。じゃあ必ずしも全ての周波数を知り尽くさなければならないということではないということですね。So that does not mean that you have to know all the frequency in order to manifest things. No, just one frequency at a time. 一つずつの周波数でいいです。Start there. そこからスタートすればいいと思います。But understand, everything is really not a simple waveform. でも簡単なすべてが単純波形じゃないんですね。Just for instructional purposes, I make it very simple. だから説明するために単純な制限波みたいなそういう
シンプルな波形で説明してますけど、But mostly in the universe, the waves are very complex. でも宇宙の波形っていうのはもっと複雑な波形なんです。Instead of, we would look at a simple wave, maybe called a sine wave. It's just very clear, goes で like 単 that. 純な波形っていうのは Very basic. 正弦波といってもとてもシンプルな波ですよね。ベースの形。But in the universe, most of the vibrations are very でも complex. 宇宙のほとんどのバイブレーションはこんなすごく複雑な形なんで Like す。いろんな bumps 形。 and valleys. And でも山あり谷ありっていうのがいっぱいあるんですね。 that's because they're a composite of lots of waves together that in some way are resonating that create an overall different wave でその pattern. 理由っていうのはたくさんの波形がこう一緒に、複合されていて、それが共鳴し合っちゃってるんで、それでこう複雑な波形になってるわけなんです。なるほど。Now, the person also asked, what does meaning change the channel? で、あと2つ目の質問がチャンネルを変えるのはどういうことか、どういうことかでしたよね。はい Just literally means change the frequency. もう簡単に周波数を変えるだけ。We're all vibrating at different frequencies, each person. みんなそれぞれ個人個人違った周波数で共鳴してるんです。振動してるんです。 But within each person, different parts of the body are all vibrating at different ways. で、その一人の個人個人の中でも体の違った部分がそれぞれが違った周波数で振動してるわけですよね。 The heart's vibrating in one way, and our toe is vibrating another way. And 心臓の振動の仕方、足 all の our 指の cells, 振 the DNA, 振 all of 動 it has a separate, but they're all working together very clearly. なんか心臓、足の指、細胞、遺伝子、みんな違った形で振動してるんですけども、それがいい形でこうちゃんと一緒にも作用してるわけなんですね。And that system works very efficiently. で、そのシステムがとてもそういうのが一緒になってシステムとなってとても効率よく動いている。But when it doesn't, でもそれがうまくいかないと、 if like a disease or something 例 starts えば何 happening, かの疾患とか病気になった時、 that means somewhere the vibrational pattern that should have been resonating properly, it's gone out of resonance for some reason. どっかが、正しく共鳴するはずなのに、共鳴するはずなのにそれがちょっとずれちゃって、で他とうまく共鳴していない。So instead of the vibrations working like this in the body, だから体の中のバイブレーションがこうなる代わりにこういう風になっちゃうわけですね。 does that long enough, again, it'll manifest. それが長い間それが起きるとやっぱりそれが現れちゃうわ And け then です。 it'll manifest as a disease or some kind of distortion in the body, 病気であり、 sickness. 何かの疾患であり、何かの歪みでありっていう形で体に現れてしまう。 So, if we want to readjust something in our で body, すから体のどっかを調節し、ずれてるところを調節したいとき we は、 have to be in tune with the various frequencies of our own body. 自分の体のいろんな周波数にちゃんとこうチューニングっていうか、本当にもう分かっていなきゃいけないんですね。And actually consciously change it. そしてそれを意識的に変えることができる。そういう変えることができるんです。 From here to that, we can だ just か do ら it. こういうのから Spirit こ can う do that. っていうふうにスピリットは変えることができる。 But if it's not in the awareness of the spirit, でもスピリットがそれを気づいていない状態だったら、 then it'll be difficult. とてもそれが難しくなってしまう。 So again, raising your awareness or Okay. raising your overall 自 vibration, 分の気づきを高める。もしくは全体的なバイブレーションの幅を広げていく。 expanding that allows you to be in tune with more and more vibrations. They're always there, you just weren't aware of them. で、そういうふうに拡張すると、いろんなものにこうチューニングできるように前からあったけども気づいてなかっただけなんですね。で、拡張するとそういうものが分かるんで、それにいろいろチューニングできるようになってくる。 When I play music, Yeah. I'm changing the vibration all the time. で、私は音楽演奏するとき、いつもバイブレーションを変えています。 That's why it turns into music. だからそう音楽になるわけです。 That's how a melody occurs because I'm Yes. changing the pattern. パターンをいつも変えてるから、その結果メロディーになるわけです。 Directly changing that with my で、それは consciousness. 自分の意識で直接的に変えてるわけですね。メロディーもね、これは私の話なんですけども、例えば一つの音があるとすると、そこから、波を描いて、タララララとか、例えばね、そういう流れを自然とこう作りたくなってくるわけですよね。それは一体どっからやってくるのかなって今、ふと思ったんですけども、そう面白い。それをチューニングをしてるってことなんでしょう。So in my case, when I think about the melody, I hear this one note and
turned into some kind like a wave that she just sang. Mhm. And where is that coming from? Is it like a 一体どこから来てるか So am I tuning into something? Or where is that coming from? Could come from many places. どこから来るかっていう質問で、それはどこからでも来るんですよ。 It どこからでも。 depends. でそのケースバイケースというか、もう状況次第ですね。Ultimately, I would like to say that it's the Spirit creating it in a new unit of time. 究極的には、スピリットがその時間のその時に作っているというふうに言いたいんですけど、あ、なるほど。と言いたいんですけど。わかりました。It's interesting because there are other sources too. でもそれだけじゃないんですね。他から来る場合もあるわけなんですね。And that the person might not be aware of it. でも本人がそれに気づいてないだけかもしれない。なるほど。他の何かメッセージみたいなものが、その周波数に乗ってくることがあるということですか？ So what you're saying is something like a message could ride on that kind of a frequency? Well, there's always information on the waves. 波には常に情報が乗ってます。The waves actually carry information. 波っていうのは情報を乗せる、運んでるもんなんですね、波。So it's very interesting. だからそういう意味でとても面白いですね。 That's how we ultimately can know the entire universe just by listening to the vibrations of things. ですから本当に宇宙全体を知りたければ、究極的にはバイブレーションを聞いていれば宇宙すべてがわかる。But when I say listen, I'm really talking more general. 聞くって言っても実際に耳で聞くとかっていうことじゃないんですけれども、ね。Seeing the vibration, hearing the vibration, there's all different ways to perceive the だから vibrations. バイブレーションを感知するっていうんですか。だから人によったら見える人もいれば聞こえる人もいればいろんな形でバイブレーションを感知すると。But if we look more で closely, もそれをもうちょっとしっかりとよく詳しく見ていく there's と、 information in there about the universe. その中にはその宇宙に関する情報が入っています。It's kind of like this. Imagine a clear lake on the top of a mountain. And it's, じゃあこういう感じで山の上かなんかにとてもクリアな湖がある there's no wind, 風もない。 just like a mirror. 鏡のような湖面です。And the mountains around and the hills and the trees are completely reflected その in a mirror 周り image in that. その周りの山とか木がまるで鏡のように湖面に完全に反射している、映っている。So we could kind of look at the lake as being this energy field that clearly shows the entire universe. ですからこの湖っていうのがエネルギーの場で宇宙すべてを反射しているようなそういうふうに見ることができます。 Now, a wind comes. で、風が吹きます。大きな風が吹きます。 Wave patterns go all which ways, all over on the surface. で、その表面に波形の波のパターンがいろんな方向にできちゃうわけですね。 And when you look at it, it seems like that mirror image just disappeared. で、それ表面的に見るとその鏡だったような鏡が消えちゃったように見えます。 Right? ね、そうですよね。 You can't make out that nothing. もうそうなっ anymore. てしまうともう何が何だったか分かんなくなっちゃいますよね。 But でも if you zoom in, そこをこうズームして literally zoom into one of those little ripples that で are こういう一 moving in つ the の water, 波の破片の波の一部をこうずっとズームしていきますね。 and you zoom right up to it, でそこの波のところのちっちゃな波のところほんとズームしていく。 and you find the right angle, でそれで正しいアングルで見ると you can see the whole reflection again. 反射全部がそこにあるんですね。最初見えた。 It's there. なんか全部その周りが全部そこのちっちゃなこの波紋の波の一つに入ってるんです。 It's like a hologram. It works the same way. ホログラムみたいな感じですね。全く同じ仕組みです。 Each little piece of the hologram contains the entire image, ですからホログラムの一つにも全体像が全部入ってるのと一緒です。 not like a regular photograph. 普通の写真と違いますよね、ホログラム。 So again, it's an illusion. だからやっぱり幻なんです。 It's all really there. 全部あるんです。 Yeah, again, an angle is very important. でもその見るアングルが大切なんですね。 Looking carefully is not just enough. You have to だか look. らよく見るだけじゃダメな You ん may で have to shift your す。 viewpoint. その自分の視点をシフトしなきゃいけないかもしれない。面白いです。Very interesting. So there's anything that you need to know about the universe is in the waves. ですから皆さんが我々がみんな知りたい宇宙に関して知りたいものすべては何の中にあるということ You です。 just have to
we なるほど。 where perceive it. perceive it. そ Yes. れをだから我 Look 々は carefully. 注意深く見るというんですか、感知すれば、宇宙に関するすべての情報は波の中に入っているということです。はい。はい、ありがとうございます。まだいろいろね、質問がまだ来てるんですけども、大丈夫かな、いつの間にか Go ahead. 10時半過ぎてますね。Past 10:30 already. これはジョークが来てますね。ヴァンパイアはスピリットがないので、バイブレーションは起きないのでしょうか。ジョークですって。There's a joke. Vampire doesn't have any spirit, so no vibration comes out from the vampires. But they're an energetic imprint. でもエネルギー的なインプリント、そういう刻印っていうんですか、そういうのは残ってるんですよ、エネルギー的な。なるほど。もヴァンパイアという存在が認識できるということは、それは波として起きているということですもんう、so ね。if we acknowledge the vampire exists, then as a waveform, that does exist, right? Yeah, it'll manifest. そういうふうに意識すると現れちゃうわけですね。なるほど。はい。 But yeah, that's very good. でも今のいいですね。なかなか今のいいですね。マイケルはマイケルは、カレルさんにとってどんな存在ですかという質問が来てます。Okay, what was Michael? What kind of existence was Michael for you? What a nice way to ask the question. なんと素敵な質問の仕方なんでしょうと。My experience with Michael, which was about 4 years every day, まあ私のマイケルとの経験っていうのは、まあ毎日4年間一緒に仕事をしてたんですけ literally ど、 about 17 hours a day 1日17時間、 with no days off. 休日なしで、 I'm not, 冗談じゃなしですよ。週7日、1日17時間。 in the big picture, で、まあ大きな全体像で it 言う was a と、 learning experience いい学びの経験でしたね。because for me to do my mission with sound, ですから私はサウンドを使うというミッションがあるので、それをやるためには、 it was very important for me to see and experience how people here on this planet relate to music and sound onまあそうだmacrocosmic level, I で suppose. すから、まあ、この地球上で人々が音楽やサウンドをどういうふうに反応するか、どういうふうにそういうものを体験するかというのをマクロの集団のレベルで見て体験しなければいけなかった。自分のミッションをやるためには。So it was necessary for me to experience this on a huge level. ですからそういう意味でこのとっても大きなレベルで体験をしなきゃいけなかったんですね。It's related to what I want to do with my mission. まあ基本的に自分のミッションをやるために関連してるんですけど、自分のミッションに関連したことで。And doing it from kind of a dilettante point of view, from looking like from a club group or something like this for club music, it's not enough. ですから、まあ、例えば、ライブハウスなどで音楽をやってるレベルで頭で理解してそれを見るっていうだけじゃ十分じゃなかったんです。You don't see the bigger picture そ from れだ that. そういうそういう、レベルだとこの本当の大きな全体像っていうのは見えないんですね。It's much more limited. もうそういう観点から頭で理解しようとしてもとても制限があるわけなんです。So in order to experience how people relate to sound and music on a global level, ですから本当にもう地球レベルで人々がどういうふうに音を体験し、どういうふうに音と関連づけるか、それをまあ本当地球レベルで見るに who は、 was the biggest artist in the world who does that? それ世界中で一番大きなアーティストは誰でしょうか。やってる人は誰でしょ Clearly う it か。 was Michael. まあ明らかにその時はマイケルだったわけですね。So I ended up working with だ him. から彼と一緒に仕事をすること And になっ hopefully て、 I think that I contributed to his life a little bit. まあできれば少しでも彼の人生に何か貢献できていればとても嬉しいとは思いますけれども、 And his presence helped my mission in で that まあ way. そういう意味で the way I 彼の explained. 存在っていうのは先ほど言ったような形で自分のミッションを実行するためのヘルプになりました。はい。なるほど。人々に愛というか、まあ、宇宙のバイブレーションを伝えるというような役割、をマイケル自身が持っていたと思われますか？
So do you think Michael had a mission or the role to convey love to people and the vibration of the universe? Yes. はい。I'm not sure about the universe part. まあ宇宙の方はどうかわかんないですけれども、But from a big view, まあ yeah, でも大きな観点から見るとそうかもしれませんね。 very clearly. 明らかにそうだと思います。なるほど。And it's interesting that we work together on a vibrational level as well. で、我々も面白いことにバイブレーションレベルで一緒に仕事してたんです。Because when I first started working with him, my job was kind of his musical interpreter on the synthesizer called the synclavier. で、まあ私が最初彼と仕事をし始めたとき、彼のその音楽アイディアをシンセサイザーのシンクラビアというもので、彼の音楽アイディアを解釈するというのが私の役割だったんですね。And it did everything with that machine. ですから全てをそのマシンを使って音楽にしていったんで Michael す。 really liked it. He could express himself well with that. で、マイケルはそれがとても自分を自己表現しやすいっていうんで、そのマシンをシンクラビアをとても気に入っていました。And of course, when we first started working together, just him and I, was kind of the normal way. He would try to communicate with words about the types of sounds he wanted or what he was hearing. で、まあ最初始めた時は、まあ二人で音楽作ってたんですけれども、普通のやり方、要するにまあサウンドを言葉で表現したりっていうのが最初始まったんですね。He'd try to describe it in different ways, like the bass, it's really big and fat. 例えばベースは Different words. 大きくてファットでとかっていう、まあいろんな言葉で表現してたんです、最初。I would try to, and try to duplicate what he's thinking. ですからその彼の考えをできるだけこう再現しようとして、まあ音楽として表現していった。But that changed really quickly. でもその That 表現の process. プロセスが結構早い間で早い時期に変わったんです。 Within really just a few weeks of working 多 together, 分一緒に仕事し始めて数週間後には that changed into a completely different mode. 全く違ったモードに変わったんです。 And naturally, just 自然にね。 naturally evolved. 自然にそういう風に進化して Instead of him using words だから to 最初は explain, 言葉で説明していた。 he would say, "Chris, make me a sound that does this," and he would do a dance move. だからこんな音楽をやってってクリスこんな音楽やってって言って踊るんですね。 And I got the なるほど。 vibration perfectly. でそのバイブレー And シ I ョン could を I knew 完璧 exactly に what he 分かっ wanted and て just play it. あこれだって分かってそれを演奏できた。 That's how we す started. ごい。でそういうコミュニケーション I が think 始 it's まる。 very unusual for most. いやまさに共鳴が起きていたわけ。 So definitely the resonance was going Yeah, on. yeah. We didn't have to even use words. だから言葉は必要なかっ You たから say, Chris, make me a sound that does this, makes me do this, and he would do it, and it was so clear. Boom. でもクリスこんな音楽これやるする音楽やってってものすごいクリアに分かったんですね。でボンっていう感じ。だからかなり変わったユニークな状況です It's。funny. で彼はすごくおか You しい walk で in the す。 room if we were playing some music. で音楽を演奏していて彼がそのスタジオに入ってく We ると could immediately if either he's dancing うん or not. 彼が踊ってるか踊ってないかどっちかなん If で he's す。 not dancing, it's not happening. だから踊っていなければこの音楽がい Throw まい it ちだ。 away. はい。 Right away. 即なるほど。待つ If 持 he's- つ and if he comes in, and he starts dancing, it's like, yes, okay. ですぐ踊り出したら OK だっていうそんな感じです。Very, なるほど。 very easy. だからすごくわ乗る状態ですね。まさに情報が波に Right 乗る away. 状態。 Right away. ごめんなさい。何まさにその波に乗っている、情報が乗っている状態ですね。So he's 踊りの中に。 Yeah. And he wrote it very clearly. でもそれを本当にもうとってもクリアに波に乗ってましたか I ら。 mean, look at all the people that admire him, when he's up on stage dancing and singing. It's very amazing. だから本当に舞台の上であって踊ったりして、もう人々があれだけ本当に彼のこと大好きだったって、それぐらい素晴らしかったわけですよ He ね。 projects a clarity in what he does. だから自分が何をやりたいかっていうのそれをクリアに投影して、その結果人々がちゃんと分かったという、そういうことができた人ですね。はい。うんありがとうございます。うんまだ他にも質問があるんですが、もう夜も更けてまいりましたね。Quite late. 全部を紹介するのは無理なので、あと一つ二つでそろそろ終わりにしたいなと思っています。これにしようかな。ゆきやさんの質問。
UFO が一瞬で消えるのは、その乗組員の宇宙人が一斉にバイブレーションシフトを起こすからですかという質問。Okay, when the UFO suddenly disappears, is it because all the people on the UFO suddenly changes the vibration together? Is that why it suddenly disappears? Basically, yeah. 基本的にそうです。 They just change the channel. チャンネルを変えるんです。なるほど。In other words, they change the vibrational frequency and the ship appears to disappear. だからそのバイブレーション周波数を変えるから、我々から見ると船 UFO が消えたように見える。People can't see it anymore. だから人々は見えないだけ。なるほど。はい。That's why it's going and then it disappears. だからこう突然いたらポッと消える。 like と that. かピッ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 って飛んだりするな、それが理由。 In で and カレ out. ルさんは、出たり入ったり出たり入ったり。出たり入ったり、うんそこに共鳴して、出たり入ったり出たり入ったりなさってらっしゃるんですか？ So do you go in and out and you resonate and do you come in and out? I do that every day, all the 毎 time. 日いつもやってるって。毎日常にいつもやってますって。 Of course. もちろんですって。やっぱり。No, seriously, いや、 yeah. 冗談じゃなくて本当にしょっちゅうやってます。 Actually, trying to do the CE music is quite a challenge 実はね、カレルエフェクトの音楽をやるのはかなり自分にとってチャレンジングなんですね。 because as soon as I start creating it, it wants to pull me out. っていうのはそれを音楽を作り始めるとすぐに自分がこう引き出されそうになるんです。はあ。And I'm trying to write it. I'm doing a mechanical operation. I'm trying to record it and do these things. だから CD を作るときは本当に機械的にこう旅行しようとやろうとするんですよね。機械的な作業をしようとするんですけれども。I'm not supposed to feel the Corel effect when I'm doing that. 自分がカレルエフェクト CD を作ってるときそれを自分は体験して感じちゃいけないんですよね。なるほど。 All of a sudden, I'll just go and then come back and like, whoa, what happened? 突然行っちゃって帰ってきて、あれ時間どこ行っちゃったんだろうってことになっちゃうわ And けです。 it's not a real efficient way to do music, but だからあんまり音楽を作るには効率よくないんですけど。 I've learned to be pretty focused. まあでも結構フォーカスするのは学びましたけれども。はい。なるほど、なるほど。はい。それから人間はそれぞれに目的や個性を持って生まれてくるのですか？それとも人生の中で瞬間瞬間のバイブレーションで描いているだけですか？ So do human beings born with a goal and a personality, or are we creating every moment? The latter. 後者ですね。はい。瞬間瞬間瞬間のバイブレーションで描いている。Mostly. 大抵。I mean, each being has their own persona and identity. まあ、それぞれの存在にはやっぱりそういったアイデンティティとかある、まあ、人格っていうのかな、性格みたいなのはあります。 But of course, there's always a bigger picture. でもやはりいつももっと大きな全体像があるので。But I will tell you that most personality traits でもほとんどの性格っていうんですか、人格、 are, 特徴 are created by vibrational imprints from the body. は肉体のバイブレーション、この刻み込まれた肉体のバイブレーションの結果、その人格とかがほとんどできてるんですね。なるほど。 Which is not really who they are. ってことは本来その人ではないっていうこと。なるほど。わかりました。ありがとうございます。本当にいい時間を過ごさせていただきましてありがとうございました。Thank you very much. ちょうどね、ここら辺で、締めの時間を迎えているかなっていう、なんか潮時を感じておりますので、またね、次回改めて、またね、ぜひ遊びに来てください。今日は本当手始めとして本当にねもう最初から深いお話を聞けて私も感動していますし皆さんもすごく喜んでいらっしゃると思います。これをね機会にまたカレルエフェクトの音楽がこう世界全体に広がっていってそして宇宙のバイブレーションと共振できるようなね状態が、実現できたらいいななんて思っています。So I would like to come to the end around here, but thank you very much for coming, and
And from the very beginning, thank you very much for the very deep talk. And I'm sure I resonated. I'm sure there are lots of people who found it very interesting. But I hope that the chorale effect will go to the world and create the resonance with the universe. And I hope you will come back again. Thank you very much. I enjoyed it. どうもありがとう。私もとても楽しいでした。ありがとうございました。Remember, everything is a vibration. 皆さん覚えててください。すべてはバイブレーションですよ。はい。すべてはバイブレーションですね。どうも本当長い間ありがとうございました。ありがとうございました。それではこれにて失礼させていただきます。ありがとうございました。さよなら。おやすみなさい。バイ。